ですね、今ご覧の通り JR 東日本の敷島に乗ってるんですけれども、みんなね、誰もね、手を振り返し、グリーン車の人に振りまくったんでダメだったんですが、この敷島はですね、JR 東日本の列車なんですけど、諸々の運営を JR 東日本ビューツーリズム&セールスという旅行会社がやってるんですね。で、そこの売れ筋旅行商品は、売れ筋はこの敷島なんですが、それ以外の旅行商品、売れ筋として、ビューダイナミックレールパックというのがございますので、ぜひ皆さんですね、僕がいつも宣伝している JR 東日本ビューダイナミックレールパックというお得な東日本、北陸、それから関西方面も今後やっていくはずなので、各方面の、列車とですね、宿泊のお得な旅行をしていただきたいというお願いのためにこの映像を撮っているところでございました。よろしくお願いします。すいません、追加なんですけど、敷島の中で撮ってるだけで、敷島のダイナミックレールパックはないですよ。それだけよろしくお願いします。JR 上野駅浅草口の前に来ています。ここから2分ぐらい歩くと岩倉高校に行けますが、 YouTube でいつも好き勝手言っているので、僕はもしかしたら行くと門前払いを食らうかもしれません。そんな怖い場所に行くのはやめて JR 東日本で最も豪華な列車の乗り場に向かいたいと思います。9月24日から2日間 JR 東日本の豪華列車トランスイート敷島号に乗車しました。まずこの団体旅客乗車表を使って改札を開き、その内側で集合となりますが、朝ごはんが今日はついていないためうどん屋さんで朝食をとります。お金のない高校生の頃、これを食べるのが贅沢でした。今でもやはり食べるのが楽しみです。そして新幹線ホームや昔特急列車が発着していた地平ホームの脇、13番線の横にあるラウンジで集合となります。入り口ですでに案内をしてもらい、中に入るところまで全部バトラーの方がつきます。プロローグ敷島と呼ばれているこの広大なラウンジに合計30人ぐらいだったかと思います。わずかな10両編成の列車を貸し切って利用するお客さんたちが集合し、早速豪華なお酒、ウェルカムドリンクとか、あとはお菓子などを提供してもらい、諸々の案内を受けます。おしぼりも僕の面の皮より熱いです。豪華な内装はトランスイート敷島の内装とだいぶ共通的なデザインを意識しているようで、すでに気分が高まってきます。またこの場所は寝台特急待ちなどをするときよく利用したトイレでしたが、現在は改造されてラウンジになっています。そしてラウンジの中にも一部まだトイレが残っています。これが今に残る、もはや選ばれた人しか使うことのできない13番トイレです。魔法の力で開きました。とても綺麗。トイレとは思えません。住めますよね。優美なデザインの便器、そして多分樺細工、角館の名物ではないでしょうか。次の方が待っているかもしれないので、すぐにトイレが出ました。そして上野駅13番線に E001 系というタイプの車両です。トランスイート敷島号10両編成の到着シーンはみんなに案内されて、そろそろ来ますからぜひご覧ください。入線シーンを撮るのがみんなの楽しみとなっているようです。そしてあらかじめ駅の方に送られていたお客さんの荷物なども自動的に係の方が積み込んでくれるスタイルです。やろうと思えばほとんど手ぶらの状態でこの列車に乗ってきてしまうということもできるはず。自分の家から荷物をあらかじめ送ることができるのです。豪華な展望車が両端側についています。我々鉄道マニアにとっては足しげく通うべき場所となるでしょう。昔ブルートレインの発着の案内をよく見た13番線の発車表、今でも残っていて、その同じ機会に9時15分出発と書かれた敷島の案内が流れます。敷島号は必ず13番線からの出発です。それはお隣の今特急草津号が止まっている14番線との間に国鉄時代に作られた荷物列車用のホームが残っていて、それを改造し敷島用の専用ホームとしたためです。車掌さんがポーズをとってくれました。この旧荷物ホームはもともと立ち入り禁止でしたが、今は 13.5 番乗り場と呼ばれていて、敷島に乗車すれば利用することができます。車内に入りました。どの座席の等級で行くかということですが、これは前回と同じスイートという部屋になっております。編成の一番前903号室になりました。これが私が2日間利用する部屋。すいません、ちょっとね、リュックサックをこんなところにボーンと置いておかないで、一旦どかしてから映像を撮ればよかったんですけどね。とはいえそんなものが映り込んでもなお素晴らしい内装だということはお伝えできると思います。十分な広さです。内装を簡単に紹介しますと、まず一般の列車では見られないような豪華な装飾、どこの技術を使っているのか分かりませんが、 JR 東日本沿線各所の名物
工芸品なども多用されているはずです。またインフィニティ冷蔵庫がありまして、この中にはお茶やら美味しいジュースやらがいろいろ入っていますが、知らないうちに中の飲み物が増えているという面白いものです。つまり整備の時に飲んだものは増やしてくれるということですね。事実上飲み放題となる冷蔵庫。あとは誰がここに荷物を預け入れようと自分の貴重品をこの列車の中で心配するのか分かりませんが、とりあえず金庫があります。セーフティーボックス。列車が火で燃えてしまうこともありえないでしょうし、列車に盗人が入り込んでくるとも思えませんが、一応お客さんへの必要なサービスとしてついているようです。私は全然使いませんでした。それから縦長のクローゼット。下のところにも大きめの荷物入れがありまして、この中に私もリュックサックを入れました。極端に大きな荷物だと入らないかもしれませんが、それなりに大型で入ります。私のリュックサック、背中一面が全部埋まるぐらいのサイズなんですけれども、ボーンと入れてみました。これである程度大きさの参考になればと思います。座席の上に、座席というのかな、テーブルの上に、この度もご乗車いただきまして誠にありがとうございます。今回2回目ですからね。あとはですね、やっぱり一番の見どころはトイレじゃないですか。前にもね、もちろん紹介しているんですけれども、こちら敷島のトイレでございます。さっきとはまたね、違うタイプのトイレなんです。基本的な水の吸い込み方とかはね、根本的な機能は通勤電車とかと同じなはずです。いきますよ。はい。まだか。ちょっと違うかかりましたね。こういうもんなのかな。泡がブクブクするタイプの、ちょっと高級かもしれないですね。泡がボコボコしてる方が洗剤とかで跳ねにくかったりするらしいです。トイレやシャワーにも窓がついていまして、これで開けてちょっと気分転換をしながらトイレをすることもできるかもしれないんですけど、一般的には閉めておいた方がいい。こっちか。こうですね。あとはトイレとですね、向こうの方にもこの SOS ボタンがついていまして、車内にもいろいろなところにあります。やっぱ年配の方も多いからね、あった方があればあるほど安心でしょう。これはアメニティのシャンプーとかだと思うんですけど、そういうツヤツヤの袋に入ってるの、これ持って帰っていいのかな。多分大丈夫だと思いますけど、一応聞いた方がいいけどね。大体こういうの持って帰れると思います。この箱はダメなんじゃないかな。わかんないですけど、中のこれがね、色とりどり。歯ブラシ、シャワーキャップ、ボディタオル、ヒゲ剃り、いろいろ入っています。あとはですね、不要なタオルは床にお持ってください。これ前書いてあったかな。前もあったかもしれないですけど、要は変えてほしいものは全部床にボンボン置いておくと、翌日には、撤去してくれてるということですね。その掃除のタイミングでやってくれるんでしょう。お花、本物かな。本物ですね。もちろんですね、トイレだけではなくて、あとこれがいいね。シャワー室じゃなくてこのハンガーね。このハンガーはね、滑りにくかったりとか、音が出にくいような構造になっているみたいです。これすごいハンガーですねとか言ったら、前ネットで叩かれたことがありますね。そんなのどこにでもあるぞみたいな。そんなことでも叩かれるのが新鮮な気分でしたね。シャンプーシャワー室にあるな。じゃあさっきの違うのか。シャンプーの話はほどほどでいいでしょう。多分敷島にシャンプーのために乗りに来る人そんないないと思うからね。トランスイート敷島は間もなく出発の時刻となります。出発の地上野では社員のお見送りがございますので、お部屋の窓からお答えいただけましたら幸いに存じます。出発前には相当数大勢のお見送りをいただくことになります。ものすごい数です。お待たせいたしました。トランスイート敷島親友田んぼへの出発でございます。列車が動きますのでお気をつけください。この様子は最後尾から見学させていただくのが一番すごい見栄えだと思います。ちょうどこの日は雨が降っていてガラスが曇っていたため、天然のモザイクがかかりました。これだったら紹介しても大丈夫そうですね。駅長さんが鐘を鳴らして発車を見送ってくれています。その音は室内にも入ってきます。ちなみに今回なぜ乗っているかというと、実はきっかけがありまして、この間カシオペア号に乗るときに敷島の担当の方があんな感じでカシオペアを見送りに来てくださって、スーツさんまた敷島にも乗りに来てくださいよと声をかけてくださったんで、じゃあ行くかということでまた乗りに伺ったのでした。ありがとうございます。上野駅13番線を出発。ちなみにまた上野駅13番線同じ場所に帰ってくるというのが毎度お決まりのパターンです。乗り場の関係で必ず13番になるはずです。トランスイート敷島は東北本線の上野を時刻通りに出発いたしました。この先埼玉県、群馬県を通りまして新潟県の新津へと向かいます。
皆様、進行方向左側にはトランスイート敷島の車両基地、奥車両センターが見えております。トランスイート敷島は出発前に奥車両センターでメンテナンスを行っております。往年活躍してきた寝台列車北斗星やカシオペアも奥車両センターの所属です。この車両基地にはまだブルートレインの食堂車が2両残されています。遠い昔に引退したのになぜまだ置いてあるのかはよく分かりませんが、このように姿を見ることができます。乗車中の今この号車が敷島号の食堂車、最新式の寝台車の食堂です。また後で紹介します。まもなく進行方向左側には日本で初めて公園と指定された5つのうちの1つである飛鳥山公園が見えてまいります。春は桜、初夏はアジサイ、秋には1年に2度開花をする珍しい桜、10月桜と。今王子駅の横を通過しています。こうした大きな駅では特に休憩中の社員さんなどが窓を開けるなどしてこちらへ手を振ってくれることがあり、実際この日も本当にいらっしゃいましたね。自由意志で JR 東日本のシンボルである敷島に見送りの手を振ってくださる方がいらっしゃいます。またこちら北トピア敷島をここから眺めることもできそうです。北区の北端赤羽を通過、 JR 東日本の都心の重要なターミナル駅であります。大きなカーブをして進むこの赤羽で敷島の写真を撮っている人もいるだろうと思いました。実際いました。最近の写真マニアの人たちには赤羽も人気の撮影ポイントだそうです。これで東京都内を全部過ぎることになり、これから荒川を渡ります。ちょうど荒川の駅を出発した湘南新宿ラインの電車と並走しそうです。向こうの電車の人たちが敷島が横を並走するのを見て注目する様をこちらから楽しむことができるかもしれません。この辺りは電車同士が並走する名所、どうなるでしょうか。まずは荒川を渡って埼玉県へ。今日の天候はあいにくご覧の通り雨となっていますが、しかしこれから先目まぐるしく天気が変わります。敷島号はかなり遠くまで今回2日間で合計900キロ程度を走るということになっていまして、天気が変わる様子なども車窓の楽しみとして味わうことができます。これを過ぎて埼玉県へ。今日は土曜日、しかも3連休の土曜日ですから、これから先住宅地に住んでいる方が敷島に手を振ってくれる光景も見られることでしょう。ところで列車の速度は今75キロほどになっています。あまり速くはありません。出そうと思えば100キロとか110キロぐらいは普通に出してしまう区間ではないかと思います。ですから先ほど湘南新宿ラインに追いつきそうでしたが、実際には敷島号は追いつかず、その後の方を走っています。撮影ポイントの川口、マニアの方が何人かやはり写真を撮っています。曇っている日の方がここはいい写真が撮れるのでタイミングとしては良かったかもしれません。なぜ敷島があまり本気で走っていないのかということですが、本気で走ってしまうとおそらく乗り心地が悪くなるから、別に急ぐ必要もないのでそこまで本気を出さないのではないかと考えています。左手には大宮操車場が見えます。これは各方面へ列車が分岐していく重要な拠点となっているところで、今回の旅の最終盤にもう一度訪れるのでぜひ覚えておいていただきたいところです。続きまして大宮駅を、ここは通過するかなと思いましたが、場内信号が黄色注意になっているので、停車するようですね。前方に赤信号が並んでいます。大宮駅で人の乗り降りをするわけではありませんが、業務上の理由でこの駅にて停車する必要があるそうです。これは教えていただいたのですが、乗務員さんの交代のためだそうです。基本的に敷島は大宮で乗務員交代をするらしいですね。交代の運転手さんが今乗り込みました。ちょうどね、出るところなんですけど、このソファーみたいなやつ久々に乗って結構快適ですね。こんな快適だったかな、びっくりするぐらい快適なんですけど、このクッションもなんか柔らかければいいってもんじゃないぜみたいな感じのね、ちょうどいい硬さをこうしててですね、これ持たれるとこれフィットするんですよ。快適だ。お風呂のジャグジーみたいな。運転手さんありがとうございました。ちょっとね、スーツが乗ってるぞってなると居場所がバレちゃうんで、ちょっとこれ閉めてたんですけど、いいね。この車電動車なんですね。9号車はモーターの車みたいです。新潟から E129 系ハムエッグが来てますよ。ハムエッグ。別にその呼び名は何でもいいんですけれども、普段はですね、電車はここら辺で走ったりはしないんですけれども、工事というか整備の関係でね、ここに持ってくることがあるんですが、今それでちょうどたまたま来てるんですよね。この電車がこれからずっとこの新潟に行くとね、今のハムエッグだらけになるので、ハムエッグのところまでこの敷島の電車に乗ってずっと来たのかと思って感激できるんじゃないかと思います。10月14日に新橋横浜間を結ぶ
日本初の鉄道が開業してから150年の節目を迎える年です。この放送敷島でもやるんですね。まもなく進行方向左側に見えてまいります。鉄泊の愛称で知られる鉄道そう、58がね最近鉄道博物館に来たんですよ。機関車が展示保存されています。当時と沿線の景色は大きく変わりましたが、トランスイート四季島は東日本の地域や人、文化をつなぐ架け橋としてこれからも走り続けます。鉄道開業150周年という歴史にも思いを馳せながら、どうぞトランスイート四季島の旅をお楽しみください。わざわざ速度を落として運転してくれてるんじゃないですか。鉄道博物館の横を通過するということで。鉄道博物館を見せるために徐行するっていうのは初めてのことですね。まだこの時間帯はね、残念ながらやってないんですよ。やってたら多分見物の人たちがねいっぱいこっちに手を振ってくれたと思うんですけど、これで下から埼京線が出てきて被られたらお笑いですけどね。時間が十分あるので大丈夫だと思います。今ちょっと言いましたが、最近この鉄道博物館に EF58 という鉄道マニアから狂信的な人気を博しております機関車がですね持ってきて収蔵されたところなんですけども、こっからは見えないですよね多分ね。おお、鉄道博物館の開館前に皆さん手振ってくれてる。大変ですね。ありがとうございます。朝早くから。大宮から先しばらくの高崎線ははっきり言ってそれほど景色の良い区間はありませんが、どんなところであってもどのような天候であっても四季島の展望車から見ればいい景色に変わってしまうというのもそうですし、あとは住宅街ですからね、そこを通過するのは四季島ならではの楽しみがあるはずです。後でまたご案内します。また運転席のすぐ後ろのところからは運転手さんの作業やパネルなども見学できるようになっていて、それは意図して作られたものではないかもしれませんが、例えばこれから先の通過駅が出ていたり列車番号とか今の速度などをよく見れば確認することができ、結構面白いです。今列車は吹上駅を通過しているところですが、貨物列車がちょうど中線に止まっています。おそらく後からやってくる普通電車の追い抜きを待っているところだと思います。そうですね、次の行田にやってくると普通電車が止まっていました。これが多分さっき待っていた貨物列車を追い抜いて先に進んでいくのではないかと思います。住宅街を走る高崎線、お休みの皆さんが沿線に出てきて、今日は四季島の来る日だから見送ろう、このような短い間隔でたくさん現れます。その様子を見ているとあっという間に熊谷駅を通過します。上越新幹線も一部停車する駅ですが、熊谷駅をこの列車は通過してしまいます。左側にこの後 SL 列車がやってくる予定の秩父鉄道の熊谷駅があります。 SL が来るちょっと前に四季島が毎週土曜日に通過するはずですから、ぜひ SL 見物の方はそれよりも少し早く高崎線ホームの四季島にも注目してもらうと面白いのではないかと思います。昔の機関車が止まっていました。あれも結構人気があります。さてこの熊谷から先、先ほどのような景色も続くのですが、ちょっと朝が早かったので少し自分の部屋で休憩を取ることにしました。その後だいぶ外の景色が変わっていて驚きました。15分ぐらい寝てたらね、なんかこう晴れてきてるんですよ。すごいね。そんなことある？ちょうど高崎を前にしてもうすぐお昼ご飯ですから、どうぞ6号車に来てください。要するにご飯の時間ですね。お母さんがフライパンを叩いてベン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 という最上位バージョンが来ました。通称デゴイチと1949年に製造された C61 です。懐かしい雰囲気の客車を力強く引っ張り、ちょうど今群馬車両センターの案内をしていました。ここから見える車両基地では蒸気機関車の管理がされているのですが、今日は機関車の姿が見当たりません。つまり今日は使っているからいないのですが、この後運よく四季島の車内から見ることができる予定です。
まずは列車は高崎駅を通過します。高崎駅を通過する列車というのは非常に数が少なく、私も今までに体験したことがないかもしれません。しかも通常はこの向かい側の2番線に停車するのが普通なのですが、珍しい。これがね、高崎の1番線ですよ。この1番線っていうのは存在はするんですけれど、なかなか普通の人が接近することができないような場所なんですが、珍しく1番線を通過したわ。あちこち散々電車に乗りまくりましたけど、高崎の通過はなんだかんだ初めての経験でしたね。こういうところもね、たまにこう JR の方が顔出して手振ってそれは油断ならんのですけど、今はいなかったです。鉄道関連の見どころがありすぎて食堂車に行くのはちょっと遅れてしまいました。少し申し訳ないなと思いましたが、食堂車の皆さんも温かい雰囲気で出迎えてくれました。すいません、ありがとうございます。お昼ご飯は東京台東区の高級中華レストランの方が乗り込んできて車内で作ってくれるというやり方です。敷島では結構このやり方が多いと思います。究極のルームサービスですね。おしぼりは例の超分厚いおしぼりですが、なんならおしぼりに乗っている台座も超高級だと思います。これ多分新潟の燕の玉泉堂のやつですね。と油断ならないですね。高崎車両センターの皆さんが大勢でこちらに手を振ってくださっています。あの方たちがあれだけ一気に仕事を抜けて手を振ってくれて、職場がどういう風な運営で回ってるのかというのはすごい気になるところなんですけれども、ものすごい人数で回してくれるし、そこは JR 東日本さんの卓越した運営能力があるので全然問題はないと思います。このクルーズトレインの魅力というのは、クルーズ船、船と違って景色がすぐ近くにあるということですね。人々の見送りを受ける機会が非常に多いのです。ただあまりにも見送りが多すぎて見逃す心配があるというのがちょっと、ある種難点かもしれません。こだわり抜いた飲み物の数々も飲み放題、僕なんかに飲ませるのはもったいないと思ったのでなるべく飲みませんでした。東京の珍しいビールだそうです。実際飲んだことのない味がしました。一品ずつ中華料理のコースが運ばれてきます。香り付けの中国の木みたいなやつありますよね。それを間違えてバリバリ食べちゃって、これ食べるやつじゃなかったんだろうなということをちょっと思いましたが、全特急列車が停車する渋川駅を通過。ここで左手に草津温泉などの方面に向かう吾妻線が分岐します。この後景色の見どころとなります。渋川と敷島の間、まず利根川の橋を渡ります。昨日から今日にかけて雨がたくさん降ったようで川の水が濁っていました。こういうことがないとね、もっと水は水色で綺麗なのですが、こういうこともあるでしょう。それよりも秋の稲刈り直前の時期に来られて金色の田んぼを見ることができただけでも十分かと思います。食べやすく加工されたホタテ、一瞬で口の中でなくなります。しかし私にとっては団子よりも花、一番見たかったのはやはり素晴らしい景色。上越線で一番景色がいいなと感じるのは、やっぱりここですかね。榛名山渋川市の景色を見ながら手前に流れる利根川です。この区間が渋川敷島間。実は JR 東日本には敷島という名前の駅があるのです。敷島号の元ネタともなっている感じです。あまり詳しいことはちょっとここで紹介するのはやめておきましょう。続きまして、これはね、高級スープを持ってきてもらったんですけれども、アワビとかフカヒレですね。フカヒレってこういう形してるんですね。我々が想像できる限りの高級な料理だったと思います。またホタテ、ちょっとピリ辛の料理を持ってきてもらいました。あまりにも激辛のものは遠慮したいのだとあらかじめお伝えすると、辛み控えめで持ってきてくれました。抜群の調子でしたね。列車は今群馬県最後の駅上牧を通過しているところです。次が有名な水上駅です。左手奥の方、山並みが連なっていて、向こうから流れてくる雲をせき止めているのが分かります。まさに雲のダムとでも呼ぶべき谷川連峰があります。今日は新潟県の方は曇っているようですね。あの向こうに新潟県があるのです。列車は今日本海側と太平洋側のちょうどその境目、日本のほぼど真ん中のところまでやってきています。あの山をこれから列車は抜けていくのですが、天気もがっつりとまた変わるでしょう。一方でこちらの食事はあっさりとしたリゾットですかね。まだ私が想像できる限りに高級なリゾットでした。列車が今通過しているのは温泉旅館の裏口のところ、水上温泉らしい景色が近づいてきました。さて、まもなく到着する水上駅でおそらく運転手さんが交代すると思いますが、本日はお楽しみがあります。前方に青いブルートレインみたいな車両が止まっていますが、国鉄時代に製造された大阪万博輸送増強用で作られたという12系客車、そういう貴重な車両が止まっているんですが、なぜこんな車両が止まっているのかというと、イベントのためです。向こうに人がたくさんいます。今日は SL 運転の日。高崎名物の蒸気機関車 D5114985 号機がこの貴重な12系客車を引っ張って、この辺りへお客さんをたくさん今運んで到着したところでした。
敷島号は別にそれを見るために運行されているわけではありませんが、ちょうどダイヤがかぶっていて運転日も今日かぶったため、敷島の車内から蒸気機関車の姿を見ることもできそうです。これはたまたまでラッキーなことです。蒸気機関車の入れ替え、駅構内での移動の前に先に敷島が出発しました。ホーム上の方にとってはとても嬉しいサプライズ、おそらくほとんどの方がノーマークだったのではないかと思います。ものすごい数の鉄道ファンの方がこちらへ手を振る余裕はなく、カメラを一生懸命構えているのがかえって印象的でした。煙をバンバン吹き上げて停車している D51 型が左側に映っています。一番の見どころはここでしたね。ホーム上の安全確認を終えた車掌さんがすぐ運転席に着き、 JR 東日本名物の電子警笛を鳴らして大勢の鉄道ファンたちに応えています。鉄道ファンの人たちも手を振りたいのだけれども振る余裕がないだけです。なかなか聞くことのできない後ろ警笛、大丈夫です。車掌さんは基本的に運転士の資格も持っている方が乗務しているので、別に運転取り扱いとかをやってもこの電子警笛ぐらいであればね、何の問題もないんでしょう。敷島ではよく見られる光景だと思います。ちなみに今食事中に抜けてきていたのでした。本当に申し訳ありませんが、ちょっとデコイチ取ってもよろしいですかと言ってですね、後ろのところに抜けさせていただきました。この列車に乗務されている方で一番偉い方という言い方でいいのかわからないんですけれども、責任者の方も鉄道がお好きなのだそうで、とても理解の厚い方でした。おそらく皆さんそういう理解の厚い方が乗務されていることと思います。さて列車は今日本でも屈指の長さを誇ります新清水トンネルの中に入りました。スーツ交通チャンネルではしょっちゅう紹介しているので今回は取り上げなくてもいいかと思いますが、上越線の土合駅を今通過しています。長いトンネルの景色、トンネルの中に駅が設けられていて、地上まで480段ほどの階段を上がってようやく改札口にたどり着くという変わった構造の駅であります。その変わった構造の駅を見てもらうため超低速で列車は通過しました。あの階段を上って地上まで向かうわけですね。これが群馬県側最後の駅となります。山が険しすぎるので地上に駅を作るのももうできなかったわけですね。長い新清水トンネルの中でデザートをいただき、トンネルを抜ける前までには完全に食べ終わりました。これは茨城県産の干し芋を使ったこういうデザートだそうです。干し芋をこういう風に加工すると美味しいのかと思ったんですが、びっくりするほど美味しくてね、美味しく作る技術というのは素晴らしいと思ったのでした。もちろん干し芋の美味しさも素晴らしいです。干し芋自体は僕好きですからね、言ってきますけど。ということでひとしきり味わった後に列車はトンネルを抜けて日本海側、日本の反対側へ出てきました。新潟県の最初の景色です。先ほどまで一面の青空であったのに全然違う空模様になっているというのが面白いです。かなり山深いところであり、今豪華な列車に乗って走っていますが、関越自動車道と乗車中の JR 上越線ぐらいしかこの辺りには人の通う道筋もないということで、ものすごく困難な秘境区間を走っているところでもあります。そんな秘境の地に設けられた土太郎駅は土合駅ほどのインパクトはありませんが、しかし鉄道マニアの人たちの間ではやはり神聖な駅の一つとして捉えられているところだろうと思います。そんな新潟県最初の駅土太郎を通過しました。昔ながらの変電所の姿が勇ましいです。山の高さもすごいし、その中を走っている列車、その迫力もすごいと思います。深い山の中を走っているとき、ラウンジカーに出かけたくなります。この辺りは線路を1本ずつ建設した関係で複線とはなっていません。線路の左右がすぐ山の壁になっていて、緑のトンネルの中を抜けるような迫力です。また新潟県のこの辺りは標高が高く、まだ稲刈りが行われていませんでした。有名なコシヒカリ、新潟県の宝物です。それが一面に実っている姿を見ることができます。間に合ってよかったです。翌週であれば刈り取られていたでしょう。一部線路が上下線離れていましたが、越後長里駅の手前になるとそれぞれ合流します。冬の時期になるとレールの間にお水を流して融雪などもしているらしい中里駅。ここはスキーの最寄り駅としても使われていて、私も一度だけやってきてここでスキーをしたことがあります。いや2回ぐらい来たことありましたね。駅のすぐ向かい側に湯沢中里スキー場があり、今はもちろんシーズンオフですが、いつでも楽しめる景色の名物として旧型客車がずらりと並んでいるのが見られます。昭和戦後ぐらいの時期に大量に製造された客車をここにたくさん集めて、スキー客がスキー中に休憩する施設として使っています。
新潟に入ってからの路線図面白いですよね。この辺なんかもうぐるぐる回って何やってんだって感じなんですけど、ただねこれはトンネルの中なんであんまり見ても分かりにくいんですが、この岩っ腹のところのこの大カーブはね、これはこう乗ってても急カーブで列車がどういう風に走ってるのかっていうのがこう目に入ってくるぐらいで面白いので見たかったんですけれど、そういえば岩っ腹の景色撮らなきゃと思ってね見てたらば、残念ながらちょうど岩っ腹駅を過ぎたところでした。残念。なんか雪の除雪車があれはいつも置いてあるのかな。そういう冬になったら活躍するんでしょう。あいにく見逃した岩っ腹スキー場前駅を通過すると、次が越後湯沢です。新幹線の停車する主要駅。ここまで来るとやっぱり遠いところへ在来線を伝ってずっと来ているのだなと感激する場所であります。川端康成の小説雪国にも登場した越後湯沢の温泉の最寄り駅です。列車はここに停車することなく通り抜けました。いいですね。昔特急列車に乗り換えるためにこの駅で急いで乗り換えた記憶もありますが、列車の始発点としても機能していた越後湯沢であっても、四季島はもし観光の必要がないということになれば遠慮なく通過してしまうようです。これから先もまた素晴らしい景色が続きます。まず左手に冬の時期だけ営業すると言いながら、実は春でも結構スキーをやることのできるガーラ湯沢駅があります。今申し上げたようにスキーの駅として有名ですが、スキーをやらない人でもここのゴンドラに乗って山の上から上越線などが走っている越後平野の一番奥を見下ろすのはぜひやってみてもらいたいと思えるほど素晴らしい景色を拝めます。この辺りでもまだ稲刈り寸前、稲がちょうど倒されている状態などが楽しむことができ、もう本当にこの翌日天気が良ければ全部刈り取ってしまったのではというほどパーフェクトな状態の稲を見ることができました。また急勾配の区間で列車が大きくカーブを描き、後方の編成までずらりとつながっている鉄道らしい姿をこの辺りで何度か見ることができました。列車は今石内駅を通過しています。越後湯沢の次の駅です。石内は昔先ほどから越えてきた長いトンネルや急勾配などが連続していたところを越えるため、パワーアップの補助機関車を連結するための拠点駅として作られました。現在では機関車をもっと強力なものを使うようになったため、パワーアップ用の補助機関車を連結するという必要はないのですが、一部ここで電車を保管するためなどに使うことがあります。日中止まっている電車はいないかなと思いましたが、ちょうど振り向くといました。そろそろ現れると思います。先ほど大宮の駅で見たハムサンド電車です。 E129 系。ついにハムサンドがいるその本拠地までやってきました。これぞ新潟越後平野の景色です。もうちょっと降りていったところが本格的な越後平野ですかね。だんだんと稲刈りをしている田んぼが増えてきたような気がします。長岡の辺りまで下ってくると、もうおそらくほとんどが刈り取られているのではないかと思います。もうこの辺りになりますとすっかり車社会で、新幹線を除いて在来線鉄道というのはほとんどの人の生活に直接関与するものではなくなっています。とはいえ四季島への注目度合いは高く、このように沿線の方が見送ってくれるわけです。これこそ JR のシンボルにふさわしいと思います。列車は上越新幹線の停車駅浦佐駅にやってきました。止まる必要はありませんが、乗務員交代なのか別の理由なのか、どうも浦佐の駅には停車するようです。ここに止まるってのは面白いですね。お客さんの乗り降りをしない駅でも車掌さんが信号の確認などのためにホームに降りてきちんとした作業をします。四季島に乗務されている運転手さんも車掌さんも JR の乗務員として模範的な行動をされているんだろうなと感じる凛々しさです。もう手の動きとかがすごいビシッとしてますからね。新人研修で教わったことをそのままやり続けているような感じがします。先ほど紹介した確か4号車だったと思いますが、ラウンジにやってきました。この車両は本当に素晴らしいですね。こんないい車両他にはないです。2階建ての構造の中間の床をなくして吹き抜けにしたような高い天井で、低い目線からでも車窓を楽しむことができ面白いです。列車は今小出駅を通過しています。魚沼市の中心駅ですが、あまり小出という名前は今では知られていないと思います。昔は特急電車の停車駅でしたが、特急の停車駅は今新幹線浦佐駅に変わりました。ここから JR 只見線が分岐しています。近いうちに全線復旧することになっています。おしぼりがまたもらいました。このラウンジに座っていると持ってきてもらえたりすることがありますが、今カクテルを注文したのでした。四季島号では私のようにお酒を飲まない人にも飲み物を楽しんでもらいたいということで、ノンアルコールメニューが充実しています。続いて左手から1本の線路が合流してくる。これは飯山線です。まもなく越後川口駅を通過し、ここで飯山線と合流します。すなわちこれは日本で一番長い川信濃川と合流することになります。しばらくは信濃川下りの旅を楽しめます。
高い天井、何かにつけて振り返りたくなる景色です。またこの低い目線からのレールのすぐ横をすっ飛んでいくという感じもいいです。車両の中央の部分にあり、ほとんど揺れなどを感じることはありません。快適ですね。この辺りでもまだ一部稲刈りをしていない田んぼが残っていて、秋らしい景色になっています。左手に先ほど言った信濃川が見えてきましたが、はっきりと見える区間はそれほど多くはありません。しかし次の小千谷を過ぎたあたり、 JR 東日本の発電所のある駅ですが、これを過ぎたあたりでもう一度信濃川が横に現れます。小千谷駅から北側では信濃川の川岸がかなり険しい地形になっているようで、昔から安心して通ることがちょっと難しかったようなところです。もちろん今では技術力を駆使して安心して列車が通ることができるようになっていますが、確かになんとなく地形は険しくなってきたように感じます。そしてトンネルに入りました。川岸がもう険しいので、トンネルで穴を開けて通過してしまおうということだと思います。地図で見てるとこんな風になっていることが分かります。信濃川の横のところ、昔は峠越えをわざわざしていたそうです。これで次の越後滝屋を目指します。その少し手前、左手に信濃川が一番よく見えるところです。水源ははるか山梨県の辺りにまで遡るという小海線の延山とかですよね。日本で一番長い川です。またこのラウンジでも飲み物は基本的に注文し放題となっていて、先ほどもカクテルを注文しましたが、こちらもまた別のノンアルコールカクテルです。いろいろな植物の粒がたくさん入っていますね。果物の粒ですね。そういえば今回の工程を全然紹介していませんでしたが、上野駅は朝出発した後、ひたすら北上、高崎線、上信越線を通って新潟市まで一気に行ってしまいます。1982年、40年前に上越新幹線ができてから、基本的に東京と新潟の行き来は上越新幹線が担うことになっていて、在来線の特急列車や急行というのもそれからほどなくして全部廃止されました。鉄道マニアの方にとっては、こんな列車が毎週走っているのがどれだけ嬉しいことであるか、すぐお伝えできるんじゃないかと思います。さて列車は上越線の終点宮内も過ぎて、間もなく長岡駅、右手に長岡車両センターがあります。この辺りで活躍する機関車たちの家として活躍する車両基地、また長岡駅止まりとなった電車などが休む休憩所としても使われています。ここで今回初めて撮影することができたものがあるんですけれども、国鉄時代からの建物がたくさん使われているこの車両基地ですが、国鉄の、ある種暗黒時代の名残がまだありまして、この建屋のところをよく見るとですね、解体とか粉砕とか書いてあるの分かりますか？ちょっと字幕を付け足してみました。上のところに解体と書いてあります。また下のところは頑張って解読したところ、マルセイ粉砕と書いてあることが分かりました。これはですね、解体というのはおそらく国鉄動力者労働組合というのがあったんですが、その敵対勢力である鉄労という労働組合に対立するためのもので、下のマルセイ粉砕というのは生産性向上運動、合理化運動を国鉄時代にやっていたのですが、労働組合がそれに対して強硬に反対をして違法なストライキなどをやっていた時代がありまして、その時に書いたものだと思います。その落書きを消したものがまだ車窓に見ることができるんですね。かたや現在の JR のサービスの良さといったらありません。駅員さんに悪態をつかれることとかもうほとんどないですもんね。そんなことは敷島に乗っていたらまずありえないことですし、ものすごいサービスの時代になっていると感じます。そういうの鉄道博物館で絶対展示されないと思いますからね。我々自身が自分たちで JR のサービスの良さ、いかに良い鉄道が生まれたかということに気づいていく必要があるのです。列車は長岡駅に到着しました。お客さんの乗り降りをするわけではありませんが、長岡駅のこれまた珍しい1番線に停車しました。長岡1番は珍しい電車に乗った時だけ停車する場所というイメージです。ちなみに僕の部屋がですね、9号車の3番903なんですが、これ編成中一番前についている部屋なんですよ。だからこれよりちょっと行くともうすぐそこがね、展望車なんですけれども、あれかな、僕がマニア、あそこにどうせ入り浸るだろうということでこの場所に座席を決めてくれたんですかね。特にリクエストとかはしていません。これを過ぎると越後平野を突っ走る区間となり、日本で一番の米どころとなります。大体のところはこのようにもう刈り取られていますが、一部残っていました。またこの辺りには様々な文化や技術もあって、今左手に見えている弥彦山の方に向かうこの線路が合流してきました。これが弥彦線ですが、列車は今東三条の駅を通過しています。東三条は商業の町ですが、この弥彦線に一駅乗ると燕という駅になります。
2駅だったかな。でその燕というところは金属加工の技術が素晴らしいと世界的にも評判で、四季島の社内の調度品でも多数この辺りで作られた金属製品が用いられています。食堂車でもそういったものを使う機会がたくさんあるでしょう。特急電車の停車駅であります東三条も通過しました。東京の方とかだとあまり東三条と言われても馴染みがないかもしれませんが、重要な駅をこのように簡単に飛ばしてしまうのは爽快な気分です。列車は今時速60キロで走っています。で、速度メーターの上のところをよく見ると低速というランプが点灯していることがわかるでしょうか。時速60キロというのは一番快適な速度だと考えられているという話をどっかで聞いたことがありますが、天皇陛下などがご乗車になるお召し列車でも基本的には時速60キロで走ることが多いのだそうです。速すぎても快適性が良くないですからね。でその60キロの低速を維持しているということが今この画面に示されています。気分は天皇陛下と言いたいところですが、天皇陛下よりもだいぶ自由に生活させてもらっていますので、なんなら天皇陛下よりもリッチな気分を味わっていることはほぼ間違いないと思います。さて、列車はついに目的の駅に到着しました。ここは新潟県の新津駅です。新しい山手線などの電車を製造し、この線路から運び出すということで鉄道マニアの間では有名な新津は鉄道の街としてやはり知られ、各方面からやってきた線路が離合集散する重要な拠点駅です。駅へ入るときにも速度を落とし、複雑に分岐合流する線路を抜けていきます。大きな長屋みたいなのがあって商店街だったんだろうなという建物があります。鉄道輸送が今よりもうんと華やかだった時代、街中にたくさんいた鉄道員たちがああいったところで買い物や食事などをしたのではないかと思います。新津駅構内に道路が通されていて、街の交通の活性化につながっています。左手には SL 磐越物語号用の客車が止まっています。本来であれば運転しているはずですが、あいにく災害で今運転できていない状態なのです。列車は新潟駅までは行かず、この新潟市内にある新津駅でとりあえず一旦お客さんを降ろします。四季島号は途中でいくつか立ち寄りをして観光をすることができるというのが売りにもなっているわけで、良い気分転換になります。四季島のお客さんたちは全員5号車のところからだったと思いますが、指定のところから降りて特別の改札というのかな、通路へ案内されます。でなんか一般のお客さんもね、これに混じって四季島の方どんな感じで行くのかなみたいな、こう混じって見物している光景がちょっとあって面白かったですね。これが四季島の人しか通ることのできない専用通路です。基本的に四季島を利用する駅ではこういったものがありますよね。切符の確認もされません。で専用の傘がずらっと置いてあって、今日は結局使わなかったですが、なんとサービスの行き届いたことかと思います。そしてそのままバスに案内されます。四季島専用バス、最後尾はレッグレスト付き、それ以外のところはフットレスト付きのようです。私は後方席に指定されましたので、特に前後間隔が広かったです。足でフットレストを動かすことに対しては私は長けていると思いましたが、この時はあまりうまくいきませんでした。じゃあ毛利、そして駅長、駅員と犬の駅長さんもお見送りをしてくださっております。上野駅でもそうでしたが、基本的に利用する各駅では駅長さんたちがお出ましになって、新津駅には犬の駅長なる犬もいるのだそうで、皆さんで見送ってくれました。盛大な見送りがあるのが四季島でよくある光景です。車内ではブラタモリ的な解説をしてくださる方が乗っていて、新潟がいかに治水に関して頑張ってきたかという説明をしてくれて、すごい面白い話を聞きました。また新潟市の道路事情についても教えてくれましたが、新潟の一般道は非常に充実していて、バイパスでも速度制限が70キロであったりすると、一般道の原則を超えているすごいところがありますね。そしてついに先ほども見た信濃川が日本海に注ぐところの景色を見ます。右手はもともと鉄道の駅が来ていたぬったり、左手が川を渡った向かい側が本来の古来から栄えていた新潟です。まさに新潟市の本当の新潟であります。奥には日本海側で一番高い建物、時メッセが見えています。柳の木が茂ります。竜都の景色です。そして昔から栄えていた新潟の旧市街、古町という言い方でいいんですかね。そこで降ろしてもらい、新潟の豪商のお家を見学するということになりました。北
北前船の海鮮で大儲けをした斉藤さんという方の元々のお家だそうです。玄関をはじめ内装調度品が豪華なのは言うまでもありませんが、特に興味深いと感じたのは、例えば左下に置いてある赤い石、これ佐渡の赤石でして、また通路にも佐渡金山の石臼などが置いてありましたが、このように北前船によって運ばれてきた副次的なさまざまなものを要所に使っているというのが面白かったです。館内の案内は基本的に偉い人、すごい詳しい人などがおいでになって我々に対して特別の解説をしてくれます。これも何だったかな、なんかちょっともう忘れちゃったんですけど、すごくよく作られてる掘り抜きだなと思ってですね、これ写真を撮ったんですが、すいません、もうちょっとよくメモなどを撮ってから出てくればよかったと思いました。庭園の写真、有名なこの場所から撮るのがいいそうです。ちなみに専用のバスはこんな感じ、敷島のヘッドマークを出します。そしてもう一度信濃川を渡って新潟市郊外の方へ出ていきます。今渡っているのは新潟市のシンボルの一つ、磐梯橋です。これをまっすぐ進んでいけば新潟駅に入ることができますが、なぜか分かりませんが敷島駅はわざわざ新潟駅ではなく、それよりも離れた新津駅を利用します。そのため乗客も新津駅まで高速道路などを介して案内されるわけです。大した移動時間ではないし、新潟の景色を高速道路から見るのも楽しいから、それ自体は構わないのですが、おそらく新潟駅がちょっと人気があって栄えすぎてるんでしょうね。敷島のお客さんをゆったりと案内するには不向きだという判断だったのではないでしょうか。鉄道の町新津をまたぐ夕映えの古戦橋というのを振り返ってみましたが、素晴らしい景色ですね。また新津駅に戻ってきました。敷島号はホームから一旦離れていましたが、我々が到着するのとほとんど息を合わせるような形で、それだけ時間管理が完璧だということなんでしょうね。うまいことタイミングを合わせて入ってきました。ちなみにこの敷島号、後でも言いますが、さっき降りた時と編成の向きが逆になっていました。びっくりしましたね。そのままの向きで戻ってくるんじゃないのかと思って。17時34分出発行きと案内されています。出発って駅があってもおかしくないですけど、ないみたいですね。食堂車では夕食の準備が整っています。なんかね、編成の向きが逆になってるわ。上野駅から上信越線を伝って新津までやってきて、でこの新津から今度は折り返し信越線で直江津方面に向かうので、普通だったら進行方向が逆向きになるはずです。しかしですね、進む向きがさっきと変わっていないっていうのは分かりますか？確かにね、進行方向が変わったことは事実なんですよ。さっきまでは上野からずっとこっち向きに行ってたんですけれども、今ここで折り返して向こう方面に行っています。しかし部屋の状態はさっきと同じ。これどういうことなのか、ちょっと頭が混乱しそうなんですけれども、次の親友探訪の地、長野県へ向かいます。トランジット敷島ならではの特別な時間をお過ごしください。で今ちょうど車内放送の切りがいいようなので、何をやっていたかということなんですけれども、上野がここにあって、さっきこうやってね、上野からずっと北上して新津に着いたんですよ。で着いた後、我々乗客一行はですね、バスでここをこう案内してもらって新潟市の方まで行って、で、建物とかを見てですね、でまたバスでこう新津へ戻ってきました。でその間に敷島は新津からどう行ったのか知りませんけど、この先に越後石山といういろんな方面に行ける駅がありまして、多分ね、これで新潟に入った後、新潟から東新潟に行って、それでまたぐるりんとこう回ってきたんだと思うんですよ。だから上野駅からこういう風に来て、こうやってこうやって行くので、向きは変わったんだけど先頭車両の方向は変わらないということになっているのです。ちなみに iPhone の充電が切れてしまったんですけれども、この部屋に置いてあったこの置くだけ充電器はですね、他の何でも充電することができるので、これでもちゃんとできていますね。ありがたいわ。それで、ね、この後私は6時から夕飯の時間になるんですけれども、夕飯はドレスコードを貼りまして、インフォーマルにスマートカジュアルっていうのが普段のやつなんですけど、なんかジーパンとか変な格好しないでくださいみたいな、それでインフォーマルっていうのはよくわかんない。あとなんかフォーマルはなんかタキシードとか塩ビ服着てくるみたいな感じになんかだんだんこう上がっていくらしいんですけど、インフォーマルはその中間によくわかんないですけど、多分ね、この格好していけば大丈夫なはずです。いいですね。この辺りはロングレール化されていないみたいです。レールとレールの間にまだ継ぎ目があり、また列車も85キロ程度とまあまあの速度を出して走ってくれます。昔ながらの食堂車のガタンゴトンという乗り心地を感じながら、列車の中で豪華な食事をまたいただくことになります。
今列車は早くも長岡の辺りまで来ているようです。これ長岡だと思うんですけど、違うかな、ちょっと場所が違ったらすいません。異常に柔らかい舌の中で上で粉砕されるタコとかを食べました。オリーブオイルがすごい美味しそうだったので、注ぐところを取らせてくださいと取らせていただきました。これはアワビのこういう焼いたものを持ってきていただいたのですが、でかいキノコかなんかかと思いましたら、アワビってこんなに大きいんですね。あっという間になくなったと言いたいところですが、美味しいのになかなかなくならず幸せな感じでした。食事には炭酸水を持ってきていただきましたが、これは福島県会津地方のところで勝手に湧いてくる、作ったわけではない炭酸だそうです。それからこれ、肉を切るためのナイフですが、よく切れるナイフでございますと言っていつも持ってきていただきます。超高性能のナイフ、これでごく弱い力で肉を切りながら食べることになります。というものを食べていると、越後平野を全部通り抜けて、あいにくもうこの時期には日が落ちてしまうので、日本海の夕日トワイライトエクスプレス的な状態にはなりませんでしたが、すでに直江津駅にやってきています。直江津からは越後ときめき鉄道に入り、上越市一番の都会高田や新幹線のやってくる駅上越妙高など拠点的なところを次々と通過していきました。四季島号は必ずしも JR 東日本だけを走るわけではないというのが楽しい列車です。 JR 東日本もすごい太っ腹ですよね。この先信濃鉄道も走ります。さあ、夜の遅い時間になって一番前のところに来て、ここから景色を眺めるのが楽しいポイントかと思います。上越市新井を過ぎたあたりから列車は急な山越えの区間に入ります。通常夜の遅い時間になると運転手さんは反射防止のために車高幕を閉めて運転するようになり、前の景色を楽しむこともとても難しくなるのですが、四季島ではそれの対策がされているんでしょうね。夜でも幕を閉めずに前の景色を楽しむことができ面白いです。さて、ただいま7時52分です。まもなく日本木駅を通過します。時刻表にも示されています。次に通過する日本木は普通の駅とは違うだいぶ面白い構造のスイッチバック駅です。列車が日本木を通過するとき、前方に左手ですね、青と赤の明かりが灯っているのが見えます。日本木駅を通過するときは右手に青信号がつきます。これ通過する列車とね、停車する列車のルートが違うんですけれども、通過する列車は日本木駅をこのようにスーッと抜けていきますが、プラットフォームはその通過するルートとは全然関係のないところ、ここに設けられているので、通過する列車はまるで駅を通過していることがはためにはわからないような感じで素通りします。対して日本木駅に停車する列車は一旦この本線から離れた変なところに入り、ここに停車した後進行方向を逆向きにしてこのプラットフォームのあるところに入ってお客さんの乗り降りをさせた後、また進行方向を逆向きにしてようやく通過列車と同じような向きへ出発していくことになるのです。このような状態になっている理由は駅周辺が急勾配であるためです。四季島号はスイッチバックはしません。このように右手に分岐した後、本線をそのまま素通りします。今駅を通過している最中なのですが、この場所からはプラットフォームは全く見えず、普通の人には駅を通過しているとは全く分かりません。確かに急な勾配であることが分かると思います。一旦停車する場合には平らな場所に一度本線からずれて止まらなければいけませんが、今列車は勢いに乗っているということもあり、プラットフォームに停車する必要がないならばそのまま素通りしていってしまえばいいのです。日本木駅を通過する列車は四季島ぐらいしかないんじゃないでしょうか。結構珍しい体験をすることができました。前方に赤いバッテン、赤じゃないですね、黄色ですね。横を通過するときに警笛を運転手さんに鳴らしなさいという指示、警笛鳴らせの標識です。運転手さんはおそらく越後ときめき鉄道の方ではなく JR 東日本の方がそのまま運転しているんじゃないかと思います。列車は妙高高原の駅に着きました。ここは新潟県で最後の駅で、これから先峠を越えて長野県に入ります。そしてここで越後ときめき鉄道は終点です。駅を出ると関川橋梁を渡りますが、この橋の左側に白い杭が植わっていまして、でこれを通過すると長野県信濃鉄道線にそのまま入ります。これが長野新潟の県境です。長野県内に入りますと、このように険しい山をトンネルで一気に貫いていく区間に入ります。左手にあるのは野尻トンネル。ミュージックホンを鳴らして入りました。このトンネルは上下2つの列車が通過できるような構造になっています。昭和30年代ぐらいですかね。今よりも鉄道がもっとたくさん走る時代に、ここに線路を2つに増やさなければいけないということで、
大きなトンネルを掘って線路を増強した工事が行われたのです。今は随分その列車の本数も少なくなっています。でも豪華列車敷島が走るとだいぶ締まりがありますよね。右手に斜めに灯っている注意信号みたいなものが出てきました。正確には中継制限とかそんな風に言うと思いますが、前方にあるあの黄色信号が運転手さんに見づらいので、それを伝達するための役割があります。ここで右手に線路を分岐します。分岐するに際して速度を十分落としておかなければいけないので、それを早いうちに運転手さんに伝えるため、先ほどの斜めの信号機が灯っていたのです。さて列車は妙高高原の次の駅、長野県最初の駅黒姫に着きました。昔から高原の駅として親しまれていたところです。ここで降りて今からみんなに深夜の高原観光をしてもらうというわけではなく、おそらく時間調整のための停車だと思います。ここでは本当にただ止まっているだけなんですが、あんまり敷島って時間調整のための停車とかなくてですね、テンポよく旅行が進んでいく印象です。また先ほど新津駅で乗客が全員下車した時に車内整備が行われたそうで、こんな感じ、もうさっき新津でもう一度乗車した時にはこの状態になっていましたが、ベッドメイキングなどが整えてありました。これ自分でベッドを取り出すことも機能上おそらくできると思うんですけれども、自分で操作するのはすごい難しいと思うんで、まあやってもらった方がいいでしょうね。窓はこんな感じ、カーテンは二重になっています。また前に乗車した時もこれだったと思いますが、秋田県の出羽地方の特産品なんでしょう。あまり詳しくないんですが、出羽木綿と書いてあります。 JR 東日本沿線のもので車内の調度品などをまとめるというのが基本的なコンセプトのはずです。じゃあちょっとまだ早いんですけども、仮の就寝です。なんかベッドがね、別に悪い意味じゃないですけど、こうデコポコしてて、こうやって撫でるとこう気持ちいいんですよ。そういう風なあれがマットが敷いてあるんですね。ポコ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 、あ、いいな。実際よく見るとこのベッドの横のところにも窓があるし、それだけじゃなくて起きたところのここにもですね、こう分かりますか、ここに黒姫駅がちょっとこう明かりが見えると思うんですけれども、ここにもまたですね二重の窓があります。列車の旅を楽しくする演出。この後おバス定期があるんで、それに備えて一緒に寝ておきます。まだね9時前なんですけど、今日朝が早かったので、ボタンを押せばじわーっと消えました。お、ちょうど消えたところで黒姫が出たみたい。なんだかんだ外が見たくなっちゃう場合もこの小窓から見られるという面白い仕様です。床下からやっぱりモーター車なんでね、電化区間ではモーターの音が聞こえてくるわけなんですけれども、こんな感じです。その音の大きさはね、サンライズ号とそんなに離れてはいないと思います。2006年にデビューした E655 系青飯列車の車両と同じような構造らしいです。要するに音は小さいと思います。サンライズよりと音の大きさとか似てると思うんですけど、聞こえにくさとしては防音は上回っていると思いますね。じゃあ改めておやすみなさい。その後しばらく仮眠をとっておりましたが、列車はどうも今長野駅を出発したところのようです。長野駅に止まっている時は完全に寝ていたので、いつ止まっていたのかはよく分かりません。車内放送でちょっと言っていましたが、この先小バス停という駅に停車します。長野市周辺の善光寺平と呼ばれている、たくさん人の住んでいるところを山の高いところから見下ろすことができる駅で、その景色は日本三大車窓の中の一つとして有名です。しかし三大車窓のうちの他の2つはもう事実上廃線になっておりまして、今後見ることもできないと思います。日本で最後の一つの三大車窓はここになるのかなと想像しています。列車は小バス停駅に停車するため進行方向を逆向きにしました。先ほど日本語で紹介しましたスイッチバックの構造の駅として小バス停は有名です。夜の景色も素晴らしいし、朝の景色ももっと素晴らしいと思います。今回はどちらも楽しめるような工程が組まれてあります。小バス停駅ホームからの善光寺平の夜景です。ビデオカメラで撮影するとどうしても明るさをそのままお伝えすることがやはり難しいのですが、でもこんなにまばゆいですよ。すごいですね。画面の真ん中のちょっと右ぐらいにあるのが長野市の景色かなと思います。高いビルが建っていますが、あの辺多分長野市街、あれ送電線かな、ちょっと難しいところです。小バス停は無人駅で利用者もとても少ないところ、観光客が来るのが一番の重要なのかなと感じます。
ここに10両編成の敷島が停車するのは結構迫力があります。2階建て構造の食堂車がいいですね。正確には2階建てではなく下の部分が業務用室という感じです。また横に敷島のお客さん専用のラウンジがありますが使われていません。これはね、前は使っていたらしいんですけれども、今ちょっと工程が変わって使わないのだそうです。それはそれで豪華ですよね。あるのに使わないってなかなかですね。駅を出て珍しい踏切のところにやってきました。道徳踏切というのがありまして、小バス停駅の前後に同じ名前の踏切があるのですが、ここは遮断機や警報機もなく、列車が通過することもほぼないんじゃないでしょうか。しかし自身で安全を確認した上で、敷島の先頭車両のすぐ横のところまで近寄ることもできます。列車が通過することはまずないとはいえ、一応踏切なので長く立ち入るのはやめておいた方がいいでしょう。暗いところでは特に目立ちます敷島ならではのつぶつぶとした通路側の明かり、客室側の窓と通路側の窓は大きく形を異なったものにしています。また小バス停駅はこのようにホームと本線の位置が大きくずれています。目の前をたまに列車が通過することもあります。奥に善光寺平の夜景、結構変わった作りです。明日の朝もう一度小バス停駅にやってくるので、その時にもご覧いただきたいと思います。また23時頃だったですかね、小バス停を出発するぐらいのタイミングで食堂車でバータイムというのをやります。昔北斗星とかカシオペアでもパブタイムというのがありまして、それで、結構鉄道マニアの人が行列をしたりとかして予約なしで利用できるというのがあったんですが、敷島ではバータイムならではのアルコールメニューが確かあったかな。それは一般のだったかもしれませんけど、あとはバータイムならではの軽食の提供があります。列車は今篠ノ井線というところを通り抜けて松本まで南下しているところです。大きく長いトンネルを抜けているのがこの辺りの楽しみです。カクテルを持ってきていただきました。口の周り、飲み口のところに金箔を巡らしてあります。私はアルコールはあまり飲まないというのを事前の敷島さん側からのアンケートによってお答えしていたので、これは結構強いやつですから、どうぞご自身のペースでお楽しみくださいみたいな風に気兼ねない言葉もかけていただきました。ありがとうございます。気兼ねない言葉というか気楽な言葉という感じですかね。とにかくやりやすくやらせていただきました。また持ってきていただいたこれがキーマカレーで、前に乗った時も食べましたが、敷島の名物なのだそうで、お土産なども販売されています。随分濃いお酒ですからという風に言われたので、少しだけ飲むことにしました。あまり個人的にお酒は飲まないようにしているのですが、一番素晴らしいものを皆さんに紹介させていただくということもね、重要なものだと思います。非常に上品な味わいでした。それ以上のことを私が事細かに言うとあまり良くないと思うので、下手なレビューをするぐらいならその美しさだけを映像に皆さんでお伝えすることにしたいと思います。さて、列車は松本まで南下してきて、この駅でしばらく停車となります。4時間ほど深夜の松本駅に停まるようです。お客さんは松本市街を深夜帯に観光するわけでもないし、なぜ松本までやってくるのかということなんですが、おそらくね、ゴミ処理とかが結構重要なんじゃないかと思います。昔の北斗星カシオペアも函館で確かゴミを出して交換してたかと思いますが、結構たまりはずですから、人数が少ないとはいえ、そういった諸々の整備関係があるんではないでしょうか。またお客さんとしても、夜中中走っているとやはりモーターの振動とかですね、音とかで目が覚めてしまって翌朝寝不足になってしまうという方もいるので、意外にここで4時間停車しているというのは結構明日の行程を楽しむ上でも重要なんですよね。おはようございます。その後松本駅を早朝に出発して元来た道を戻り、先ほどまで小バス停駅に停車していたようです。朝の素晴らしい景色を乗っている人に楽しんでもらうため、小バス停で数十分の停車をしていたそうです。私はそのことは知ってはいましたが、しかしなるべく睡眠時間を確保しておこうと思ったので、早朝は起きないことにしていました。そして小バス停の駅を出るタイミングで今起きたのでしたが、大丈夫です。朝の美しい景色はこのように見ることができています。特に注目するべきは画面の下の方にある棚田です。今ちょうど稲刈りの直前かやり始めたぐらいのシーズンで、一番美しい光景になっているのではないかと思います。列車は小バス停駅のホームを本来進みたい方向とは今逆向きに出発したところでした。進行方向を2回転換してスイッチバックのやり方で小バス停の駅を出発します。そのスイッチバックの運転をするための目標として、あそこに敷島と書いているのが見えました。これどういうことかと言いますと、松本方面からまずこのように小バス停駅に入ってきて、その後小バス停駅からこちら側に進行方向を逆転、そしてもう一度進行方向を逆転して、今こんな感じで
本来進みたい方向に向けて出ていきました。それぐらいこの辺りは山が険しく、昔はこういったことをしなければ安全に停車することができなかった、そういった時代の名残です。もう一度棚田の景色を見ながら今善光寺平を駆け下りていくところです。スイッチバックについてはここではあまり詳しく触れませんが、オバステのスイッチバックは何度も紹介しているので、よろしければご覧になってください。スーツ交通チャンネルで出しています。またこの景色を見ている最後部の展望車にはこのように飲み物を置くことのできる場所があって、もともとはこの一番後ろ、今アルコール除菌装置が設置されているところに飲み物がいつでも置いてあったのですが、コロナの関係でどうもやっていないようです。自分の部屋から持ってくればいいでしょう。自分の部屋、さまざまな場所から思い思いにお客さんが景色を楽しめるので、ラウンジも鉄道マニアがたくさん集まって殺伐とするといった状態はありません。今回は私一人で貸し切りで贅沢な景色を楽しめました。10両の編成が大きくしなります。シャンパンゴールドの輝き、敷島に乗っていると一番実感する瞬間です。またこの辺りではレンガのトンネルがたくさんあります。この辺りの鉄道は日本の歴史上とても重要な役割を果たしてきたので、かなり初期の頃から鉄道の技術がだいぶ低い頃から建設されていました。その証であるレンガのトンネルがところどころに見られます。列車はだんだん高度を落としてきました。山の高いところから善光寺平をめがけてもう一度戻るのです。沿線にはところどころにリンゴ畑があると思いますが、これは長野県の重要な特産品です。しかし昔からリンゴを栽培していたわけではなく、もともとは桑でした。明治時代に外国の技術を輸入するために外貨獲得の手段を何か考えなければいけませんでしたが、日本では養蚕ぐらいしかその手段がなかったそうです。ですから長野県ではその重要な外貨獲得の手段として桑をたくさん栽培し、蚕を育てていたわけであります。現在は養蚕の時代ではなくなったので、もう桑畑も必要とされなくなり、リンゴに転作したというわけです。それを運んでいたのが乗車中の篠ノ井線であり、だからこそレンガのトンネルを作るなど、かなり鉄道の歴史の古い頃から活躍してきたというわけだったのです。先ほどあの山のあたり、ちょっと方角は違いますけれど、あんな険しいところの方まで登っていたんですね。だいぶ善光寺平の標高も降りてきました。まだまだ降ります。善光寺平を完全に下り切ったところにあります篠ノ井というところでお客さんは一旦降りることになっています。ところで最後尾のところ、ありがとうとテールマークというのかな、ありがとうマークを出していて、これはすごいなと思ったのですが、実は本日敷島1泊2日コースの長野コースが運行最終日となっておりまして、廃止されるわけではなく来年にはまたやるのですが、シーズンによってやり方が変わるため、今回がとりあえずのラストランということでこのようなサプライズもやっていたようです。また朝のこの時間ちょっと人が少なかったので、食堂車の様子なども写真を撮らせてもらうことにしました。ダイニング敷島という名前がついています。ここで下車の準備をしていたのもあり、こんな感じのところにしばらく座らせてもらうことにしました。いい雰囲気ですよね。特に朝の光が差し込んでくるタイミングがやはり素晴らしいと思います。この写真を撮っている間に善光寺平を完全に降りました。信越本線と篠ノ井線の合流地点、列車は篠ノ井に到着。今でも鉄道の合流地点で貨物の拠点として使われています。ここで降りてお客さんたちはバスに案内されて、これから朝ごはん兼ワインの見学をすることになります。ちなみにここでは階段を使った移動になりましたが、足腰に自信のない方はエレベーターなどちゃんと案内されるようになっていて、そこはもう抜かりなくやるはずです。完璧な対応をしてくれると思います。ここには前お蕎麦屋さんがありましたが、今お蕎麦屋さんはなくなって証明写真機とかに変更になったそうですね。案内された JR バス関東の敷島バスです。窓割りがいいところに当たりました。大きな窓から外の景色を楽しむこともできそうです。車内の内装もデラックスでトイレ付きとなっています。これよりバスに乗ってどこまで行くのかと申しますと、小諸まで行きます。小諸は結構ここから離れた場所だという印象で、バスでの移動時間は1時間弱です。小諸駅まで直接鉄道が出ていますから、敷島に乗って乗り込んでいくことも技術的には可能なのではないかと思いますが、この後紹介するような理由により小諸駅には行かないようです。ちょうどバスと北陸新幹線が交差。1997年に長野まで新幹線が開通しましたが、小諸には通らないというのはよく言われているところです。高速道路を経由していきます。小諸で何をするのかというと、ここにはワイナリーがたくさんあるそうでして、国産ワインを製造しているところでいいんですよね。それを見学させてもらうことになっています。ワインといえば山梨だろうと思いきや、実はワイン用のブドウを作っている量としては長野県の方が盛んなのだそうです。だから日本のワインのふるさと的な場所なんですね。それは知りませんでした。まもなく到着するここキッコーマンの系列のマンズワインというところだそうです。
でお客さん用の施設とか迎賓館みたいな場所がいろいろあって、そこで見学をさせてもらうわけですが、まずは朝ごはん。これは軽井沢からプリンスホテルの方が来て準備してくれたものだそうです。3段のものになっていました。そしてワインの見学などもさせてもらいます。実際にブドウを作っているところ、白ワインと赤ワインがこれでございますとかですね、結構甘いんですよ、いろいろと専門的な案内をしてもらいました。スーツ交通チャンネルですから、一応簡単なご案内にとどめることにしますが、見た目も綺麗ですよね。さてその後楽しみにされている方も多いと思います。テイスティング販売もしてますよ。値段見せてもらいまして、すごい飛び出るぐらい高かったんですけれども、ぜひ買ってくださいとかそういうんじゃなくて、敷島の方だけに売り切れているものをちょっと用意しておいたんで、もしよければどうぞという感じでね、ゆとりある感じですごい好感が持てました。ワイン用のブドウを凍らせて、それで抽出された良い成分を使って作ったとても甘いブドウジュースより美味しいワインとかですね、いろいろ面白いものがあったんですけれども、私がワインの味を紹介するレベルに達していないのですが、なんかワインをこうかき混ぜて匂いを嗅ぐのはこうやるとかですね、そういうのも教えてもらいまして、結構面白く新鮮な体験をさせてもらいました。さてこれより山を越えて長野県の佐久地方より反対側の諏訪地方まで移動します。バスがずっと画面右手へ向けて山を登っているのがわかると思います。奥へ見えているのが浅間山。この辺りでも稲刈りが進んでいます。またバスのトイレについても気になるところだと思いますが、しっかりしたトイレがついています。東北新幹線飯野系とかと同じ構造かな。で手洗いは東北で活躍している701系と同じトイレでしたって言われて分かるかどうかなんですけど、これがそのバスです。敷島専用バスは青い塗装になっております。 JR バス関東の管理している専用バスで、荷物を入れるところには傘が入っていました。今日は必要ないですけどね、こういう風に準備されるんですね。またナンバーは長野ナンバーということで、小諸支店の所属であるということもこれでなんとなく推測できます。実際小諸のバスだったと思いますね。それからこれもヘッドマークが出せるようになっていて、おそらくフルカラー標識のものでしょう。またこの車番ですが H657 の7403号車という言い方でいいのかな、貸し切り車なんですけれども、ナンバープレート以外に JR バスではそのバスに対して車番を振っています。でこの号車なんですが、実は2019年に敷島3泊4日コースに参加した時にも一度乗車していることが分かりました。車番ドアの裏のところに書いてあって、同じように7403と書いてあることが分かります。ただこれはナンバープレートを見ると宇都宮ナンバーになっておりまして、わざわざもう一度ナンバーを変えてやったってことなんですかね。どういうことなのか分かりませんが、今は小諸支店に転配になっているようです。なんかシーズンによってどこの支店で使うかとかも変わるらしくてですね、結構長距離移動が多いんだそうですね。ここで今朝からのルートをご案内したいのですが、松本を早朝に至って途中おバス停を寄った後、篠ノ井からバスに乗り換えをして小諸、ワインの見学をした後は大きく南下をして下諏訪、ここでもう一度敷島に戻り、また東へ進んでいくということになるのですが、これ実は鉄道でもこのルートをたどることはある程度可能でして、ここ篠ノ井から信濃鉄道線を使って小諸へ、で小諸からは小海線というのに乗っていくとちょっとルートは違いますが、山を越えて景色のいいところを抜けながら、小淵沢へ行くことが可能です。じゃあなんでこれ鉄道じゃなくてバスで行っているのかと言いますと、この小海線がとても規格の低い路線で重量車両であります敷島の重さに耐え切ることができないようです。その関係でどうもバスに乗っているようなんですね。ということでこれから先もバスに乗って峠越えとなります。しばらくは旧街道筋の旅、前方に見えているのは旧中山道の長久保宿です。中山道69次の旅のシリーズをご覧になった方がいらしたらどうもありがとうございます。結構懐かしい光景なんじゃないかと思いますが、僕もここをね、日本橋から自転車で走って京都まで行ったのですが、これから先中山道に合流して和田峠を越えていくことになります。諏訪の湖水を見る人は親降りて和田峠、こゆればごりの道ぞかし、山には馬も籠もあり、こんな感じでですね、鉄道紹介で紹介されていたんですけれども、拙い歌で恐縮なんですが、昔から鉄道が越えた歴史が一切ないところでも鉄道紹介に登場するほど名高い峠道でありましたこの険しい和田峠、今は新和田トンネルというのが開通していて有料の道路ですけれども、簡単に越えることができます。私も自転車とかを使ってこの辺りをうろうろしたことがありますが、崖から落っこちるような道とかいろいろ怖いところもあって、
こんな簡単に越えられるとは素晴らしいことです。とはいえ敷島ももちろんこの峠を越えることはできないのでバスでつないでもらうわけですね。標高 1300m、 もっと高いところも通過しましたよ。なかなか普通の旅行をしていても 1300m ほどの高所には来ないものです。ここから一気に諏訪湖のところまで耳がちょっとツンと時折するような勢いで下っていきます。急な坂道なんですね。さてこの辺りで左手に見るべき景色がそろそろあります。諏訪といえばちょうど今年は御柱祭の年で、上から御柱を一気に落としていく木落し坂がここにあるのだそうです。上になんか神聖な感じのものがありますね。あ、御柱そのものもあるじゃないですか。まだこれからやるのかなという木落とし坂です。自転車でここを通った時はちょっと別のところを通ったので見ることはなかったみたいなんですね。今回私も初めて目にしました。下諏訪宿はですね、長野県のほぼ中央に位置しております。車内では下諏訪宿の案内などもされています。一瞬だけ今奥に諏訪湖が見えました。もうちょっと手前で見えたんですけどね、諏訪湖が見える瞬間はごくわずかで、その姿を映すことは難しかったです。町の下まで降りてくると、今御柱一色ずらっと飾り付けがしてあります。ここは旧中山道の道筋、歴史あるメインストリートです。中山道中でも唯一温泉の湧宿場であったという下諏訪、ここの名所はやはり諏訪大社です。それを新しくするための御柱というのを上から持ってくる行事が御柱祭なんだそうですね。ここで中山道から離れましてすぐ目の前にある JR 下諏訪駅にバスは到着します。歴史を重んじた中央本線の駅舎、下諏訪駅と木曽福島がその双璧をなすかっこいい建物だといつも思っています。また昔の御柱の時に使ったものを駅前に2つ建てているんだそうですね。ということで下諏訪駅に到着しました。ここからは敷島にまた乗り移り、最終目的地の上野駅へ戻っていくことになります。駅長さんご一行が横断幕を掲げて、私がまだ行っていないからということであそこで待ってくれています。早く戻らなきゃと思って、ちょっと申し訳ない気持ちになりましたが、いいですよごゆっくり、すいませんという感じ、もっと親切な言い方でしたけどね。この下諏訪からはあとは上野駅まで直行となります。また展望車に行きましょう。向こうにさっきまで乗ってきた敷島バスが反転して止まっています。まだ敷島の幕を出してますが、もう一度和田峠を越えて小諸支店まで帰るところだと思います。またこちらには諏訪支店のバスが止まっていますね。これ多分そうだと思います。東名高速50周年のステッカーが貼ってありました。大勢のお客さんに見送られて出発。ちなみにこのミュージックホーンは車体の中央部分あたりから鳴るようで、一番前のところよりこの辺の位置に立っている方がミュージックホーンの音をよく聞けるような気がします。次は上諏訪です。この辺りは単線区間となっており、次の上諏訪でも停車するようです。ところでこの列車の列車番号は第 9016M 列車となっていましたが、9016なんですね。何言ってるのか分かんない方が多いと思うんですけど、大概に毎週走るような列車だと8000番台で、9000番台っていうのは1回こっきりしか走らないという列車につけがちなイメージなんですが、9000番台なのは今回がこの長野県コース最後の運行だからなんでしょうか。ちょっとねこれは分からないんですが、人口の多い諏訪地方さまざまなところで見送りがあり、都度ミュージックホーンで答えていきます。ミュージックホーンが大好きな方は絶対敷島に乗った方がいいと思いますよ。100回か200回ぐらいは聞けると思いますね。皆様お帰りなさいませ。車掌の赤坂でございます。甲州街道に沿い諏訪湖を見ながら列車は一旦上下の列車が行き違うことのできる構造である主要駅上諏訪に入ります。上諏訪駅はそうですね、場内注意出発信号が赤になってますから、一旦この駅で停車して反対の列車との行き合いをするようです。またここでも上諏訪駅の方が出てきて旗を振ってくれています。お客さんもいっぱい旗を振ってくれています。ここで停車して反対の列車を待つかと思いきや、もうこの列車の進む道は開通していました。一旦停車はしたものの反対の列車と行き合うことはなかったのでした。なんか日によっては多分行き違いがあるんでしょうね。そして踏切の周りにたくさんの統一的な格好をした方が、おやこれはもしかして、おおすごいものを見ました。今日は御柱が
街の中を練り歩く日という言い方でいいのかわからないんですが、御柱の行事の中でも大切なそれぞれの街の中を御柱が進む日だそうで、そんな貴重な行事を列車の中から盛大な飾り付けのされている上諏訪の街の様子とともに楽しむことができました。なんといい日に敷島に乗ったのでしょうか。3連休の日ですからね、きっといいことがあるに違いないと思って3連休の日を第一希望としていたのですが、それが狙い通り敷島の方に届いたのか抽選で当たりまして、飾り付けがされている美しい上諏訪の街の中を今通過。お部屋に戻ってきますと、このようにベッドが残されています。本当であれば先ほど降りたタイミングでベッドではなくて座席に戻してくれるはずなんですが、ちょっと昼寝したくなるタイミングもあるしなと思いまして、こんな書き置きを残しておきました。恐れ入りますが、寝巻きは回収していただいて、ベッドはこれ元に戻しておいていただけますでしょうか。ベッドのままでもいいですか。いいですよということで戻していただいたようです。ありがとうございます。この眺めがいいですよね。ベッドを展開しておいて、窓も全部開けて、これをね、隣の窓からベッド越しにその景色を眺める。自分が今寝転がっているその快適なベッドを向かい側に見ながらの景色が素晴らしいと思います。もちろんベッドの触り心地も最高であります。さて、上諏訪駅を先ほど過ぎましたが、次は茅野駅を通過します。茅野は中央本線の特急電車が全部止まる主要な駅です。ただ敷島は止まる用事はありません。そして今通過しているここは、茅野駅の本線ですから、このままおそらく通過していってしまうものと思います。しかし利用者が多いだけあって盛大な見送りがあり、それに応えるためか速度をゆっくり落とした状態で通過するようです。敷島はただ単に走るだけが目的ではなく、我々乗客を楽しませることだけが目的なわけでもなくて、多くの人に JR 東日本というのを身近に、また JR 東日本の凄さを知らせたいという目的も大きく持っているものと思いますから、こういったことは重要でしょうね。さて、茅野駅を過ぎますと進行方向左手にまた別の木落とし坂があって、落とされる前の御柱も据え付けてあります。落ちる瞬間を列車から見られたら最高でしたが、そこまでは望みません。でもいいものを見られましたね。さて、昨日からイベントが目白押しで、実はお風呂に入る時間が全然なかったのでしたが、今ここで急いで入ろうと思います。見たい景色は山ほどあります。一応自分の体が映らないようにですね、ここに服などを下げてカモフラージュした上で、万が一次の見どころが接近してきてしまった時はすぐに見られるように窓を開けておきました。そしてシャワーを浴びます。シャワーはこのように明かりがついていて、これで残りの水の量を確認することができますが、常識的な使い方をしている限りお湯が足りなくなるということはないでしょう。水圧もかなり強く出ます。そしてこの床のところに口がついていて、ここからお湯が吸い込まれるような感じです。かっぱ寿司のお皿を入れるところみたいな感じですね。くら寿司かな。でここにですね、時折お湯がちゃんと流れ込まず、端っこの方にお湯が寄ってしまうことがあります。今通過しているこの区間は長野県から山梨県に県境を移ろうとしているところで、峠越えの関係で列車がカーブを大きく通過することになるようです。その時特急電車を高速で通過させる関係で、この辺りの線路を傾けているんですが、要は一言で言うと、この辺の線路がちょっと斜めになっている場所があるんですね。今斜めになっている区間を通過しているから、お湯がちゃんと流れ込まないで端っこの方に溜まっている。今斜めの区間が過ぎ去って、分かりますかね。お湯が今全部排水溝のところに吸い込まれているのが分かるでしょうか。ちょっと曇っちゃうし分かりにくいなと思ったので、やり方を考えました。まずは頭を洗って、シャンプーがたくさん、こんな感じですよ。まさに今お湯が溜まっちゃってますよね、片側に。これは排水の設計が悪いわけではなくて、特急電車を高速で通過させるための線路の傾き、いわゆるカントというところですが、そのカントの区間を通過しているので、お湯の流れが一時的に悪かったのです。ということで、お湯の流れでも分かる中央線の車窓の紹介でございましたが、列車は今ちょうど長野県最後の駅、中央本線の最高所の駅であり、とても標高が高い中央本線の富士見駅を通過しました。そして富士見を通過すると、これがね、見なきゃなと思っていた景色だったんですが、まもなく進行方向左側には空川橋梁が見えてまいります。今車内放送で言われていたように、中央本線の昔使っていた線路の廃線跡が見られます。奥がやはり稲刈り前のいい状態で見られます。昔中央本線はあっちを走っていたのでしたが、今は線路をもっと増強する関係で、鉄橋を廃止にして新しく作り直した方を走っているのです。昔の鉄橋は保存されています。開けておきました。一瞬開けようかと思いましたが、
まだちょっと着替え最中なんでね、世間に迷惑になったら悪いから閉めておきました。その後、外の景色を見ながらお部屋に置いてあったドライヤーで、ちょうど八ヶ岳の麓のところを走っています。日本の鉄道の様々な路線の中でも、トップレベルに標高の高い区間がこの辺りです。左手から合流してきました小海線。こちらを走れたらより素晴らしい景色が楽しめたと思いますが、おそらく技術的に敷島を入線させることは相当困難なはずです。先頭の車両はね、ディーゼル区間も走るような設計になっていたりとか、相当パワーがある関係で重いんですね。小淵沢の辺りからはもう下り坂に変わります。先頭の車両から景色を見ると、前方の景色が下へ下へ降りていることが分かります。また同じようにカーブもあります。左右に傾いた線路。このカーブを通過するたびにさっきお湯が流れにくくなっていたところだったのでした。この辺りで有名なカーブとしては、鉄道マニアの間で呼ばれているところで長坂カーブがあり、小淵沢駅と長坂駅の間でこのようになだらかなカーブを通過します。ここでは背景に八ヶ岳を見ながらかっこよく長大編成の電車を撮ることができるということで、今2台車が止まっていましたが、いわゆる撮り鉄カーだと思います。撮り鉄の方が写真を撮ってたんですね。その後長坂駅で後からやってきたお座敷電車4パー合計花号に抜かれました。この辺りではラウンジカーに行って左右に流れる景色を見るのが一番いいだろうと思ってやってきましたが、本当に最高でした。敷島の良さを完全に味わうことができ、今こそここで何か飲み物を注文するべきだということで、ノンアルコールのカクテルを作ってわざわざ持ってきてもらいました。結構美味しいですね。ありがとうございます。それは美味しいに決まってるか。この最高によくできたラウンジ車両、両側に流れる景色を、そのスピード感を感じやすいような設計になっていると見えます。この辺りではやはり左右に高い木々が並び、今日はよく晴れているので、その木漏れ日や時折遮られる日陰などが車内を通過し、鉄道に乗っているということがはっきり実感できる一番鉄道らしい景色だと思います。左手に家並みがたくさん見えてきましたが、まもなく韮崎に着きます。着くといっても通過してしまうと思いますが、周りの景色もね、いつも楽しいと思って見てるんですけど、この素晴らしい内装を晴天の日に感じることができたならば、どんな景色でも最高の状態です。ちょうど今飲み終わりました。今通過しているここが韮崎駅です。先ほどからずっと急な下り坂が続いてきましたが、この辺りでとりあえず一段落ということになりそうです。この韮崎から先、しばらく勝沼ぶどう郷という駅までは甲府盆地の中を走ります。ぶどう畑とかが沿線にたくさん見られるはずです。いつどんなところを見ても雰囲気の良い景色、どこでも良い景色が見られる敷島の車両とどこでも良い景色が見られる甲府盆地を組み合わせれば最高の体験になることは間違いないです。暖炉の上に赤べこが置いてあります。 JR 東日本沿線の名物ということで、前は会津にも敷島は出入りしてましたから、その関係で置かれているものかなと思いました。ちゃんと首が動く普通の赤べこです。また暖炉と言いましたが、このように本当に設置されているかのように見えます。鉄道車内でこんなものをやってしまうと大変なことになると思いますが、本当の暖炉ではなく、どう見ても暖炉にしか見えないオブジェです。ラウンジもいいし、自分の座席でこんな感じで好き放題くつろぐのも最高です。時間がいくらあっても足りません。左手に見えている甲府駅電流線、この間ここに行って駅長体験をさせてもらいました。それを過ぎて実際の甲府駅に着くと、左手にまた先ほどの花号が止まっています。もうじき引退すると誰もが信じている古い車両です。長らく国鉄時代から活躍してきました。実は先ほど小淵沢駅でもあれとすれ違っていたようで、敷島は今回3回花号と出会っていたようです。たまたま今日運転されていたので珍しい機会でした。甲府の駅を出発。ここから先の景色が特にいいですかね。甲府盆地の中でも線路がまっすぐに敷かれていく区間で、列車もそれなりに速度を出して走っていたような記憶があります。甲府駅を出てしばらくすると右手に線路が1本分かれていきますが、これは別会社 JR 東海の身延線です。静岡行きの特急富士川号が2時間に1本という超高頻度で走っていて、海へ、名古屋へ、関西へ、お客さんを海へ連れ出すための巧みな宣伝看板が貼ってあるのが名物です。ちょうど反対側、緑色の旧式の特急あずさ号が通過しました。今日は3連休ということでお客さんの需要が多いから、古い車両も引っ張り出してお客さんをたくさん運んでいるんですね。マニアは大喜びです。沿線にはブドウ畑やら他の植物の桃でしょうかね、いろいろと木々がたくさん生えていて、実に山梨らしい光景を楽しめます。近くだけではなく遠くにも目をやっておく必要があります。
あの辺が全部ブドウ畑なんじゃないですか。すごいですよね。さすが山梨の眺めです。よく晴れた日に来ることができて幸運でした。この辺りで忙しく走っている353系、ライトの形が敷島そっくりだということにお気づきでしょうか。 JR 東日本のデザインは基本的に県奥山デザインというところがやっていて、奥山さんというすごい熟練の方がやってるんだと思いますが、その方はね、すごいどれもその方のデザインを YouTube にアップすると再生数が多くなるので、とても助かっています。列車は円山駅を通過し、これから先急行バイク間に入ります。甲府盆地の出口となります。ここではまたオバステとちょっとキャラが被るんですが、こういうキャラの被り方ならいくらでも大歓迎という感じの、高いところから盆地を見下ろす景色が楽しめます。ここは善光寺平のような都会的な景色にはなりませんが、しかし急勾配の趣、トンネルを抜けた先の景色の楽しみ、そして何といっても一面に広がるブドウ畑の景色が味わい深く、個人的にはさっき何回も訪れたオバステと甲乙つけがたい素晴らしい眺めだといつも思っています。これがブドウの丘ですね。ちょうど今ぐらいの時期からブドウのお出かけが盛んになる頃じゃないでしょうか。巨峰、海事、シャインマスカットも栽培しているんですかね。ブドウは人気の果物、付加価値も高くなっているといいかなと思います。列車は勝沼ぶどう郷駅を通過中。ここからの眺めは本当に素晴らしいです。桜の木がたくさん植えられていまして、甲府盆地の景色は実は意外にあまり見えないのですが、それはまあ降りてみてくださいということでしょうか。この向こうに日本で2番目に高い山を含む南アルプスの山並みが、天気が本当にいいと見えるのですが、今日はねちょっと雲が出ていてあまり見えませんでした。これで甲府盆地最後の眺めです。列車が次に通過する駅は甲斐大和駅です。いつも言っていますが、甲斐の国なのか大和の国なのかよくわからないところですけれども、甲斐の国です。まだ山梨県です。速度制限80キロですかね。ちょっと速度を落としながらの通過。特急あずさであればここを110キロで通過できると書いてあります。すごいですね。ともかくここから先、中央線ならばやはり見ておきたいポイントだと思います。新笹子トンネルを通過します。ここから先全長5キロ以上山の地下を貫いていく長いトンネルの区間となっています。明治時代に国策でここに鉄道を通さなきゃいかんということになった時、相当頑張って掘ったそうです。何年もかけて苦労の末に貫通したトンネル、一つでは足りないということで昭和30年代に2つ目を増やすことになりまして、今入っているこのトンネルはその昭和の時代に掘られたトンネルです。でこれを何が貴重なのかというと、トンネル自体ももちろん興味深いのですが、敷島のようにトンネルの中であっても運転手さんが車高幕を閉めることなく前方の景色を見られる列車はごくわずかです。こういったトンネルの中の景色、普通の列車では楽しめないのです。マニアだったらそこにお金をつぎ込む価値があるということも実感していただけるんじゃないかと思います。ちょうどここで天下の県笹子峠を越えて上りのトンネルから下りに進みます。これを抜けたところに笹子駅があります。有名な元スイッチバックの駅です。そこら辺の紹介は今回はやめておこうと思います。列車の速度は70キロほど、余裕を持って低速目で走っていますから乗り心地も悪くありません。というのは今からお昼ご飯の時間になりまして、なんかご飯の時間はねなるべく速度を落として運行してるらしいですよ。席に着くとちょうど甲州街道の宿場町が左手に見えたところでした。最後のお食事は松本の高級なレストランのお食事。これね、コーンポタージュの上にトマトシャーベットを乗せたものだそうですが、とんでもなく美味しくてね、やっぱり料理の発明をする人っていうのもすごいんだな実感させられたところでした。全部とんでもなく美味しいんですけどね。さて列車今速度を落としていますが、また中央本線の名所に差し掛かりましたので速度を落としてくれたそうです。いつもだったら特急あずさ号で猛スピードで駆け抜けるところですけれども、新桂川橋梁でよかったかな。この下のところに相模川水系の桂川という川がありまして、中央本線の名所です。続いて相当良かったですよ。これキャビアとかを混ぜたもの、ちょっとこれ以上の細かい紹介を私がするとあれなんですが、世の中には上品な食べ物っていうのがいくらでもあるのかなとびっくりさせられました。秋の味覚ということでキノコが出てきました。キノコが好きな私ですが、スープのこれからもはっきりと感じられるキノコの味、バカ自体にもこういう美味しいものは分かるのだなと、そのバカにも分かる料理を作る技術の高さに驚きました。列車今相模湖駅を通過したところです。もう現実を知らせる中央本線の233系が今ちらっと見えてましたね。現実に帰りたくないというふうに思うかというとですね、実はあんまり思わなくて、むしろこういった高級な列車に乗って現実の東京を眺めるというのが
一番私はね楽しいなと感じるので、今からが本番なような印象も受けます。いわゆる中央線電車の西の終点でしょうか。東京都に戻ってきました。高尾駅を通過しています。東京都八王子市、大都会の街に入ってきて、その都会の人たちがなんか敷島が来てるなみたいなのにこちらに目を向けている様子を食堂車の2階建ての部分から見下ろすなんて楽しくなかなかできない経験じゃないですか。これこそ敷島の一番の醍醐味なんじゃないかと思いますが、どうでしょう。列車は八王子駅にしばらく停車し、また発車しました。ところで電車はこのままずっと走り続けると新宿駅や東京駅に入っていってしまいますが、スタート地点の上野駅に行くことはできません。そのためちょっと複雑なルートをこれから取って若干遠回りをしながら上野駅へ向かいます。ですからまだいろいろなところを実は通れるのです。八王子まで帰ってきちゃったと思いながらですね、まだ意外に先が長いというのが面白いところです。デザートすごいですよね。レモンが届いたように見えてレモンの形をしたお菓子です。2つに叩き割ると、そう本当にね叩き割って食べるのが面白かったんですが、中もこんなゼリーとか入ってすごい美味しかったですよ。このレストラン松本でまた行きたいなと思いましたね。さて列車は立川のお隣国立に着きました。もうだいぶ東京都心が近くなっていますが、一旦これより都心を離れます。通常新宿方面に向かう場合にはこの画面に映っている一番左の線路を進んでいくことになるのですが、そうではなくこれからあそこに向かう地下を向かう秘密の連絡線とかそんな風に紹介されていましたが、そういう面白いところを抜けていきます。ちょうどこのタイミングで特急あずさ号が横をすり抜けていきました。あれに乗れば新宿までもう30分ぐらいで行ってしまうと思いますが、あと2時間ぐらいはまだ乗れるんじゃないかな。しかもこれから先走っていく線路はなかなか前方の景色を楽しむ機会がないので貴重な体験になるはずです。今から進むところは、簡単に言うと高速道路のインターチェンジみたいな感じです。今から武蔵野線というところに接続するのですが、その違う線路への接続する区間であるということを示すための標識が横に赤とバッテンのマークがありますけれど、大体そういう接続の区間でありますよという意味の標識が立っています。運転するときにはちょっと注意が必要な場所です。線路と線路の継ぎ目の部分で電気系統が違うんですね。あまり細かい話は今回はやめておきましょう。通常の列車がここを走ることはなくはないのですが、あまり機会はありません。前方に黒いトンネルが口を開けています。東京の地下を貫くトンネルです。入りました。通常列車がここを通るときには反射の関係で運転手さんは幕を閉めてしまうと思いますから、ここのトンネルの中の景色を見る機会はほとんどないのです。前にカシオペア号で1回通過したことがありましたが、その時は逆に明かりがなくて何も見えませんでした。私もトンネルの中がどうなっているか見るのは初めてです。さあ前方に黄色信号が出ています。注意信号、その奥にさらに赤信号もあります。赤信号よりも向こうには行ってはいけません。なんでそうなっているのかということなんですが、これは高速道路を運転している方なら分かりますが、この先に本線への合流があるのです。そして今本線を走ってくる列車がいるから、それのタイミングに合わせてこの辺りで速度を落としておきなさい。そして赤信号よりも奥には行ってはいけませんよということが地上設備の方から案内されています。そうでないと衝突してしまう危険があるのですね。列車は次に西国分寺駅を通過します。といっても西国分寺というのは利用する方もいると思いますが、地下にある謎の西国分寺みたいなところでして、駅とは言うんだけれども一般の人には駅とはよくわからないようなジャンクションです。西国分寺ジャンクションと考えていけばいいと思います。前方にさっきまで赤かった信号が青になりました。これは敷島に対して、はい、今あなたの安全は確保しましたから安全に合流できるので進んでくださいということを示すための、簡単に言えば合流用の信号機という印象でいいと思います。見てください。ここで左右に分かれます。これで左手方向に進みますと武蔵野線の本線に合流。高速道路の合流と同じような感じですよね。ただ高速道路と違うのは絶対に後続車に追突されてしまう心配はないということです。信号装置が全部自動的に管理してくれています。その代わり高速のようにテンポの良い合流はできず、ちょっと待つこともあるでしょうね。ということで地下施設での合流をしましたが、今の光景を見ることは普通の列車では無理ですね。敷島に乗ったからこそ見られたのです。そして新小平の駅を通過します。駅を通過している最中にトンネルを出て、駅を通過し終わると同時にトンネルに入るみたいな面白い構造になっています。周りの土地よりも随分低いところを走っているんですね。
ここから先も引き続き長いトンネルです。東京の地下、ここに鉄道を通すにはもう地上を走らせて用地買収をするのも無理だということで、地下鉄道を建設することになったのですが、前方に上に向かう上り坂が今映っていたのは分かりましたでしょうか。しばらく進みますとまた地上の区間に戻ったりします。これから先はまたしばらく赤り区間、地上の区間となりますが、まもなく新秋津駅を通過します。この区間も普段であれば幕が閉められていますから、敷島に乗らないとこういう景色はなかなか楽しめないんじゃないですかね。ここで左手に分岐する線路が今画面に映したのがありますが、これなかなか貴重なものでして、これから西武線に直通するためのポイントとなっています。実はこの武蔵野線と西武池袋線がつながっています。ここ1、西とかですね、 JR とか信号がありましたが、この左のところにそれこそ秘密の連絡線がありまして、一般の人が乗ることは無理。敷島がここから西武線に直通したら超面白いと思いますが、まあそれも無理でしょうという風な変わった線路があり、車両の整備などの関係でごくまれにあそこを列車が走ることがあるそうです。その珍しい線路を敷島号の車内から見ることができました。貴重な機会です。ここで新秋津を通過。その後は武蔵野線は郊外を進みます。埼玉県の辺りに入ります。荒川を渡るところでは建物があまりないので、遠く離れた東京都心の景色、新宿方面を見ることができます。新宿ですね、あれが。さっきの中央線を地下に入らないでまっすぐ進めばあの辺に行くのです。また上野とかそっちの方面も見えています。私が生まれた高島平の清掃工場なども見えます。東京スカイツリーも見えます。高島平の清掃工場っていうのはちょっと斜めのやつがあったと思うんですけど、あれですね。分かったかな、分からないですよね、すいません。あとは東京の水がめ、西湖とかそういうのいろいろありましたけれども、それを抜けて西浦和というところからまた秘密の線路的なところを通ります。なかなか見る機会のない面白い区間になるでしょう。ここで右手に武蔵野線の本線、この先に進む一般の武蔵野線の電車が走る線路が分かれていきます。通常はあちらに向かう電車しか乗る機会はありませんが、ここで左手に分かれていく乗車中の武蔵野線大宮支線というところに進みます。列車はこれから先大宮を目指して進みます。なんで大宮に向かうのかとかですね、またいろいろ面白いところがまだ残っているのです。最後の最後まで味わい尽くすことのできる敷島の1泊2日の行程になりそうです。まず右手に埼京線の中浦和駅があります。そして東北新幹線とも交差しますが、ここは一般のお客さんが乗る用の線路ではなく、実は全部貨物列車用の線路として建設されたところでして、だから今の埼京線とも乗り換えをできるような構造にはなっていません。そしてこれから先また地下トンネルに入ります。警笛を鳴らして入りました。実際には一部区間が地下トンネルではなく、周りに囲いをつけただけの面白い区間ともなっています。騒音防止のためですね。そのトンネルを抜けまして、覚えてますかね、この動画の最初の頃にここ後でまた来ますよと言いました大宮操車場、列車をさまざまな方向に分岐させたりするための運行拠点の大宮操車場にまた戻ってきました。そして列車は大宮駅をまもなく通過するようです。昨日も朝大宮に来たのでしたが、その時は大宮の、何番かな、6番とかその辺を通過したと思いますが、今日はおそらく大宮10番線を通過します。駅の違う場所を通過するんですね。やってきた方面が違いますから、昨日は上野駅から来ましたけど、今日は武蔵野線から来ましたね。ここ見てください。か1上というふうに手前の信号機に書いてあります。この列車が走っている線路、今では一般の人もたくさん乗ることができますが、もともとは貨物列車用の線路として作られた貨物線であり、その名残で信号機にも貨物線の案内が書いてあるのです。続きまして、左から2番目の信号が青になっています。これは大宮駅10番線を通過するという意味なんですが、今回は10番線を通過する珍しい体験です。そんなこと言われても何が違うのかわからんと思うかもしれませんが、普通の列車に乗っているとこの1個左のプラットフォームがあるところに止まりながら行くことしかできないのですが、大宮10番は貨物列車用でホームがありません。ないでしょ、右にも左にも。ホームがないど真ん中をさっそうと突っ切る光景、これ多分敷島に乗る以外に今体験する方法はないんじゃないですかね。それのために高い運賃料金を用意するかどうかは分かりませんが、用意するマニアはねいるんじゃないですかという感じ。珍しい体験の目白押し。美味しい食事なんかもありますから余裕で元は取れてますよね。さあ見てください。大宮10番を通過すると、昨日見ましたね。あ、ハムエッグがいますよと言いました。
同じものをもう一度見ることになったのです。さて、大宮駅を通過して、今列車は上野駅とは真反対の方向へ向けて進んでいます。もう一回今から新潟に行ってくれるのか。それはお買い得でいいなと思いますけれども、あいにく新潟に向かうわけではありません。45キロの速度制限をこの先で受けるそうですが、45キロに落としながら、ここ分岐しているところを左側にもし進めば新潟まで行く可能性はあります。しかし行かず、ここで右手に分岐して、じゃあどこまで行くのかということですが、これ右手はですね、東北回送線と呼ばれる線路です。実は今すごく珍しい区間を走っています。線路が何本も並んでいますが、この一番左のこの先高架線となるこの線路は、この辺りを走っている特急電車とかを車両基地に持っていくための回送列車用の線路です。四季島号はなぜかその回送列車用の線路を走っています。回送列車に間違えて乗り込んでしまうと、もしかしたらここからの景色を見ることができるかもしれませんが、そんなことは普通 JR さんがちゃんと見てるからできないし、それで忍び込めたとしたら迷惑行為です。合法的に楽しむとすれば、この四季島に乗るしかないという面白い区間になっています。ここで回送として車庫に向かう線路と回送として車庫から出ていく列車、それぞれが通る線路が合流して1本になり、この先あとは大宮の車両基地へ入っていくだけです。本当に見る機会のない光景です。こんな高いところを走ることはレアです。新幹線の高架が奥に連なっているのを短い時間でとりあえず目に焼き付けておきました。私も乗ったことがありません。旧中山道とここでまた交差、こんな高いところから見られるとはですね。一応言っておきますが、普段であればこの1個右かもしくは2個右の地面を這うようにして走る線路しか走らないのですが、このように高いところを進んでいます。皆様、まもなく進行方向を変えるため、江戸時代に中山道の宿場町として栄えた埼玉県の大宮にある東大宮捜査場に停まります。言っていましたね。東大宮操車場に停まりますと言っていました。案内をしようと思ったんですが、前方で直前横断、赤いランプがビカビカと光っています。ロケット花火が発動。ロケット花火っていうらしいですね。大変ですよ。なんかもしかしたらあったのかもしれませんけど、あそこの踏切で列車が接近して遮断機が閉まっているにもかかわらず横断する講習がいたようです。このような場合、列車は非常停車することになってしまいます。多分そうなんでしょうね。会社によってその辺の取り扱いも違うのかもしれませんが、ともかく JR 東日本ではそうなっているようで、もうその立ち入った講習は多分どこかへ逃げ去ってしまったと思いますが、とはいえ安全の確認をしなければいけません。踏切のだいぶ手前で止まり、運転再開をするために指令に連絡しなければいけないようです。輸送指令って方がいらっしゃるんですよね。で、指示を受けて再発車、時間がかかり運行に遅れをきたしました。敷島の進路を塞ぐとは不届き者ですよね。 JR 東日本から後でとんでもない損害賠償請求が来ないとも限りませんよ。その問題の直前に一般講習が通過していったところは、おそらくあまり速度を上げすぎないように慎重に通過することになるんじゃないかと思います。のんびりと通過していきました。とりあえずもう線路に立ち入っている人はいませんでしたから、安全に問題の踏切は通過しました。そして前方左手側に進路が開通しています。列車はまもなく東大宮操車場に着きます。高度経済成長の時、東北本線、上越線、信越本線にたくさんの特急急行を走らせることになって、その時に製造した特急電車用の車両基地です。今その車両基地に敷島も入っていきます。これは車内に乗っている少なくない割合で結構存在する鉄道マニアを喜ばせるためのサービスではありません。列車は実は昨日一度進行方向が新津駅のところで変わった関係で、このまま逆向きで上野駅へ戻ってしまうと不都合が起こるので、上野に入る前に一旦わざわざこの東大宮操車場というところに寄り道をして、また元の進行方向に戻した状態で上野駅を目指すのです。逆向きにならないようにするためにわざわざここに来たんですね。しかしついでに来るにしてはあまりにも貴重な場所です。
いうか私ね、乗るまでここの回送線に入ってくるなんて知らなかったんですけど、びっくりしましたね。あそこに入れ替え信号機とかが並んでいて、この先に進むことを禁止する横並びのマークが出ていますが、この先への進入許可を得ることができれば、車両基地の中に特急電車が並んでいる光景を見ることができます。ちょうどここに本当に温泉客を運んだ後帰ってきた651系電車が車庫へ入っていく様子を見ることができました。で実はですね、車両基地、ここは車両基地では間違いなくあるんですけれども、その車両基地の玄関みたいなところでして、ああいう風に敷島がこの車両基地の奥の方まで入っていくことはしないんですね。とりあえず車両基地の玄関まで入ったらすぐまた玄関のドアを開けて出ていくのです。今には入っていきません。ですから奥の方の特急電車が並んでいる光景を見ることはできないのですが、とはいえ玄関先まで入ることができただけでも貴重です。もう一度大宮駅を通過します。さっきの10番ではなく今4番ですかね。違うところを通過しています。大勢のお客さんが敷島の方へ目を向けるか、結構向けてる人が多かったですね。スマートフォンからも目を離して敷島の目指し方は偉大です。そうか、大宮のさっき一番最初に通過したのは8番線でしたかね。ちょっとね、今の話は、マニアの方向けの紹介ということで忘れていただくのが一番分かりやすいと思います。もったいないですからね。帰る前に持って帰れるもの持って帰って、このお茶とリンゴジュースも持って帰ります。いいでしょ、これは別に。なんならお土産でもうちょっとくださいって言えばくれる可能性すらありますよ。もうそろそろ敷島とのお別れの時間になります。食堂車ではもう教食をすることはもちろんないですから、最後に一番整った状態を見物させてもらうことにしました。個室も快適なんですけど、フリースペースの快適さ、美しさがすごいですよね。食事しなくてもこの食堂車にずっと滞在していたいなという気分になりますが、お食事の準備があるので節度をわきまえておくのがいいでしょう。ただ今はね、もう食事の準備も必要ないはずですから、邪魔にならない範囲で見させてもらいました。また湘南新宿ラインの電車と並走。敷島に多くの人が目を向けているんじゃないかなと思いますが、逆光でよく分かりません。列車は間もなく赤羽を通過。元来た道へ完全に元通り戻っています。あとは終点の上野に着くだけ。上野駅へ入る前はやはりなかなか見る機会のない最前方から盛大な出迎えがあると思いますので、その様子も見させていただきたいと思います。一番前のところに人がどれぐらいいるかなと思ったのですが、お一方いただけで全然いませんでした。ちなみにこの敷島号にどれぐらい鉄道マニアっぽい方が乗っていたのかというと、ガチガチの鉄道マニアみたいな方はそんなにはいませんでしたが、でも1割ぐらいは鉄道が好きな方っぽかったですね。結構そういう方多そうでしたよ。さて、市一条というところの青信号が開通しています。ここで左に向かうかまっすぐ向かうかで上野駅にどう入っていくかが変わるのですが、今回はまっすぐ入ることになっていて、上野駅地平方面への線路が開通しています。24日に出発し、31時間38分 867km を走行してまいりました。車掌さんからのお別れの挨拶です。上野駅へ入る前、ここが日本で一番線路が横に一列に並ぶところだそうですね。5複線、線路が10本並ぶ区間です。そして地平条と出ています。まもなく列車は上野駅に入ります。到着ホームは13番線。よくブルートレインに乗ってて、到着ホームは13番線、お出口は右側ですとか車内放送をしているのを聞いたものですが、敷島は13番に入るんですが、出口が左側なんですね。荷物ホームから降りますから。荷物ホームなんて味のない言い方したら悪いですかね。13.5 番線という特別のホームから降ります。そうすることによって荷物扱いを逆側ですることができるというメリットもあるでしょう。そんなことを考えていたら、もう残りの距離はあとわずか300メートルとかそれぐらいになってしまいました。でも最後まで見どころが尽きないのがいいですね。上野駅の地上ホームに入る前の複雑な分岐の様子を楽しみます。いつもブルートレインに乗っているとき、先頭に機関車がついてますから、こうした光景を見ることはありませんでした。意外に新鮮です。
今回久々に1泊2日で四季島に乗ってみて、その造形の美しさに驚きました。前に乗った時はもう北海道にまた在来線で行けるんだっていう楽しみしか感じてなかったので、北海道に行かないのもそれはそれでいいもんだなと思いました。とまたブツブツと感想を言っていると、上野駅の13番線に入ってしまいました。また乗りに来ればいいでしょうね。今度は3泊4日のコースで、最近四季島のコースは大きくリニューアルをされまして、上野駅を出てから函館駅まで翌朝ひたすら走り続けるという面白いコースになったそうです。マニアの方は大喜び、一般の方も意外とそういう工程好きなんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。だからこそ四季島の運営陣たちがその判断をされたんでしょうね。ホーム上にお待ちの方見てください。お一人お一人のタイミングで到着する四季島に対してお辞儀をされています。戦前の特急列車とかに乗るとこうした光景が本当にあったそうなんですけれども、すごいですよね。今は小田急のロマンスカーか四季島とかに乗ると、一番前のところからさまざまな係の方がこちらへお辞儀してくださるその様子を拝見できると思います。ということで、列車は先ほど一時トラブルで遅れましたが、全く定刻で上野駅の13番線に戻ってきました。到着した後、運転手さんからお話を伺ったところでは、岩倉高校卒業の先輩でいらっしゃるということでした。岩倉生、岩倉高校をこうふざけていろいろと言いがちなんですけれども、やっぱ卒業の先輩方と一瞬でね、同じ学校だということで結びつけるのは強いですね。あとは皆さんにお礼を言って降ろさせていただきました。ここでちょっとおしゃべりをしていたので降りるのが遅くなったんですが、時間には余裕があるから大丈夫ですよとのことでした。どうもありがとうございます。なかなか出入りする機会のない荷物ホーム、荷物ホームじゃないですね、13.5 番線。じっくり写真を撮らせてもらって、この後パーティーがあるということでしたが、次の予定があるので私はパーティーには参加せずに帰らせてもらうことにしたのですが、よく考えるとあれまだいけるんじゃないかと思って、すみません、ちょっとやっぱりなんか参加できるみたいなんで、今からでもよろしいですか、すいません、ちょっとですね混ぜさせていただきました。リッチなお茶を出していただき、最後にこれで乾杯をしてお別れの挨拶となりました。そのお茶の写真ね、綺麗に撮ったんですけど、それだけどっか行っちゃって、なんか間違いだったのかな、そういういい雰囲気だったんですけどね。また四季島がホームを発車するまでにはしばらく時間の猶予があり、上野駅の13番線に止まっている 13.5 番線からではないこちら側からも見ることができ、これがねやっぱりブルートレインとか利用していた目線からすると、13番線に寝台列車が止まっているなという感じで、非常に親近感が湧きます。いいですね、2階建ての食堂車の構造。これが超高級な四季島スイートですね。私が今回利用したのは四季島の中では一般的なクラスになりますが、上級クラスとして四季島スイート、デラックススイートというのがあり、2階建ての部屋がついていたりとか、なんかヒノキ風呂がついていたりとか、すごいらしいですよね。鈴川彩子さんの動画で紹介されているみたいです。そして一番注目したいのはやはりこの13番線の先頭車の部分。寝台特急に乗ってこれから札幌行くんだ、秋田行くぞみたいな時にですね、機関車が止まっている光景をこの場所から撮影するのが毎度の楽しみでした。四季島に乗らないとこの場所から撮影することはできないと思いますよ。おなじみの景色を見ることができてよかったなと思ってですね、その後急いで、じゃあすいません、どうもありがとうございました、もうパーティーも終わったので、すぐ皆さんにお礼を言って私は立ち去り、お隣の鶯谷駅にやってきました。地平ホームからの下り列車が間もなく接近するという合図が今点滅しているところですが、来ました。最後は四季島の回送の様子を鶯谷で撮ることにしたのでした。運転手さんにミュージックホーン鳴らしてくださいとお願いして鳴らしていただきました。ありがとうございます。お隣からいいですね、運転手さんと最後のお別れのご挨拶ができましたから、上野東京ラインの電車がかぶってしまいましたけれど、こういうこともあります。逆に言うと夕方の日曜日の4時半ぐらいですかね、上野駅を高架ホームから出発する上野東京ラインの電車に乗ると、四季島が奥車両センターへ回送し引き上げていくのと並走することができそうですね。でもよく考えたら四季島に乗らないとさっきの13番ホームには立ち入れないのですから、鶯谷っていつでも撮れますからね、13番線で四季島が発車する光景を撮影した方が良かったんじゃないかという気はするんですけど、また今後乗る機会があると思いますから、その時はそれでということにしたいと思います。
なお、四季島を運行している会社、ビグツーリズム&セールスは、私も日頃お世話になっているダイナミックレールパックを発売している会社でもありますので、ぜひ皆さん、ダイナミックレールパックのご利用もご検討お待ちしております。どうもありがとうございました。